この動画は2020年5月から連載したステープアリス実況動画葵ちゃん欲望の道具となるシリーズをまとめたものです。ダイナミック入植。銀河系のバルチ付近、多島海の広がる惑星で隕石の衝突から生まれた葵ちゃんがいた。どうも皆さんこんにちは。天才より生まれし葵ちゃんです。これからパラドックス製 4X ストラテジー SF ゲームステープアリスのプレイをします。ポートレートには自作の葵ちゃん勝ち絵を設定。特性岩石を選んで岩石種族にします。DLC のリソイド種族パックを導入すると得られます。リソイド種族パックは普段820円で販売されています。安い。そして現在セール中で 25% 引きの615円です。5月19日まで。安い。本体は 75% 引きです。安い。特性岩石があるとポップ成長速度が遅くなる代わりに居住性プラス 50% です。岩石種族はきらめく表皮を選択可能です。ポップがわずかなレアクリスタルを産出するようになります。葵ちゃんの外皮には輝く結晶や宝石が散りばめられており、これらは時折剥がれ落ちる。他の特性は粗暴、大敗的、倹約家、利口です。乱暴者で怠惰でお金は出さず悪賢い葵ちゃんですか。ロールプレイがはかどるな。母星は海洋型惑星のネッシー。惑星にはネッシー化に含まれる動物の名前を命名していきます。今回バージョン 2.6.3 でプレイしていきますが、バージョン 2.6 から起源という概念が追加されました。天才より生まれし者を選択します。岩石種族専用起源です。首都惑星に巨大クレーターという特性が追加され、隕石コロニー船が使えるようになります。思考は軍国主義と狂信的精神主義です。狂信的精神主義。我々の意識が現実を生じさせることは科学的に証明されているが、宇宙にはこの関係を逆転させて捉えている人々もいる。忍耐強い我々は彼らの幼稚な取り組みを積み木、彼らは物質と呼んでいるようだがの遊びだと考えている。ステラリスの精神主義、宗教と唯心論が混ざってるんですよね。統治形態は会社。国是として大衆の福音と犯罪の系譜を取ります。大衆の福音は精神主義のポップが公益価値を算出。犯罪の系譜は通商条約なしに死者を立てられ犯罪を増やす建造物を建設可能になります。ボイスは自作のすごい葵ちゃんボイス。異教徒からの書簡です。ボイスが増えすぎて UI が見切れてますね。国章はエジプトのアンクを元に自作しました。ゲーム設定に移ります。技術、伝統コスト 0.25 倍。待つの嫌いだからね。居住可能惑星5倍。ジロニやバオルの考古学調査は運が悪いとイベントが進行しなくなります。居住可能惑星の密度を上げると積みにくくなります。葵ちゃんはこの選択が何を引き起こすかまだ知る由もありません。不吉。危機レベル5倍。バージョン 2.6.3 から危機レベルを25倍まで設定できるようになっていますが、さすがに大変そうなので5倍にします。5倍でも十分激しそう。他の設定で簡単になってると思うから平気なんじゃないかな。技術、伝統コストを下げた分、ミッドゲーム開始2275年、エンドゲーム開始2350年に早め。勝利年はオフに。難易度減衰。あとはデフォルトです。ではプレイを開始していきますが、その前にお知らせがあります。この動画には、ステープアリスのネタバレが多数含まれます。自分でプレイしながら見たい方は、1000時間ぐらいプレイしてから続きをご視聴くださいね。起源、天才より生まれし者。我々の真の起源は不明だが、唯一明確なのは、ネッシーに衝突して大災悪をもたらし、原生生物を消し去った隕石に乗ってやってきたということだ。それから、悠久の時を経て、原始の葵ちゃんはネッシーの各地に広がり、進化と繁殖を続けてきた。そして、今、我々の文明は繁栄し、ハイパードライブの発明をもって、銀河の探検に乗り出そうとしている。開始。これが首都惑星のネッシーですね。葵ちゃんクレーター。この大クレーターは、葵ちゃんを乗せた隕石が惑星に衝突した際にできたものだ。居住性マイナス 50% ですが、岩石種族の居住性プラス 50% と打ち消し合うので問題ありません。埋もれた葵ちゃん。葵ちゃんは軌道から落下した際に地中深くまで埋もれた。
掘り出すと、葵ちゃんが1ポップ増えます。技術は適当で、統治者の葵ちゃんは建築コスト減の能力持ち。まあ20年で任期が切れてしまうので、精神主義派閥を満足させるため、どうせロボットを非合法にする予定なので、忘れないよう最初から非合法にしておきます。自律型ロボットは人々の生活を脅かすだけでなく、社会そのものにとっても脅威だ。我々は自ら時代遅れになるべきではない。ロボティクスのポップと軍隊は自動的に解体される。ここでお知らせがあります。モッドのノンプレキュレーターを使い、ジロニの痕跡を追うイベントチェーンを開始します。本当は自由に発掘するのが楽しいんですが、精神主義ロールプレイをやりやすくするため、最初から先駆者の痕跡を知っていたことにします。それでは、調査船と建設船に指示して開始。考古学調査地点を新たに発見した。放棄された植民地の廃墟。これがジロニの最初の遺跡になります。早速発掘しましょう。統合力がたまり、伝統を取得できるようになりました。早い。伝統取得コスト 0.25 倍の効果だね。国境拡張と入植を進めるため、まずは拡張の伝統を開けていきます。うわー、首都成形の隣で荒廃した巨大造船所を発見しました。ガッタな。風呂入ってくる。セメスター成形に異星由来の設計である巨大な構造物が浮かんでいる。無残な姿になってはいるが、科学者たちによれば、この巨大構造物は、実はいくつかの造船ヤードが結合したものだという。つまり、巨大造船所なのだ。もしこの壮大な工業施設を修復する知識を得られれば、我々の生産能力は大幅に向上するだろう。魅力的だな。巨大造船所は DLC フェデレーションズで導入される巨大構造物で20スロット分の造船所を持つ上に帝国全体の造船速度が倍になります。つまり普通の造船所の40スロット分の速度での転換が可能です。特に船の改装が速くなるのがいいですね。拡張の伝統をコンプリートしたのでアセンションパーク構成館の支配権を取得します。星が手招きをし、我々は続く。我々と彼らの間には何人たりとも立つことはできない。バズカーラット星系の鉱山型惑星に入植します。海洋型惑星以外は居住性がきついので普通のコロニー船で。惑星をアッシーと命名します。アッシーは神奈川県芦ノ湖に生育するプレシオサウルスワモクネッシー科の動物です。一応断っておきますと、この動画で紹介するネッシー科の動物は、せめていわゆる未確認生物、フーマですのでよろしく。エニム星系にある海洋型惑星に隕石で入植します。惑星をイッシーと命名。イッシーは鹿児島県指宿市池田湖に生息するネッシー科の動物です。地元では湖の守り神として崇拝されています。4出展。建設完了です。また新世界へ一歩近づきました。支配の伝統を解放します。これにより障害物除去コストが低減され、葵ちゃんを地中から掘り出しやすくなります。撮影のためイッシーの入植が先に行われるようにしました。隕石コロニー船発進。わあ、本当に隕石だ。ハイパージャンプする隕石コロニー船。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。隕石の内外に必要な装備や入植者が設置されているようです。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。イッシーへの我々の到来はまさに大破局であった。膨大な衝撃波が一つの大陸から生命を消し去り、何メガトンものデブリが大気中に放出されたことによってイッシーの居住性は大きく減少した。我々の入植者は隕石の岩石質のコア内に安全に格納されており、すぐに地上に降り立ってプレハブの入植インフラを設置し始めた。新生葵ちゃん帝国にとって偉大な日だ。有機種族にとっては迷惑この上ないですね。生命とはそういうものです。
フェオナツ星系の惑星に入植し、オジャッシーと名付けます。オジャッシーは千葉県お茶ヶ池に生息するネッシー科の動物です。ジロニの一つ目の遺跡の発掘が完了しました。超能力アーカイブという結晶体に記録された情報によれば、ジロニは超能力でシュラウドという次元に物理的に侵入する方法を発見したようですね。次の遺跡の場所が分かったので、早速発掘しましょう。また、超能力理論の研究が可能になったので、今取り組んでいる社会学の項目が完了したら研究します。異星人とのファーストコンタクト。ドマンナ連盟、平等授与。この出会いを神に感謝しよう。ネッシーで大彗星が見えたよ。ネッシーの夜空に動く光が見られ、その優しく描かれた子は、ゆっくりとした星々と全く対照的だ。ネッシーの市民は、我々の道をささやかに祝福する、神の力の証拠だと認識した。確かに。大彗星といえば、アイソン彗星が最近明るく見えるようになると期待されてましたが、分解して暗くなってしまいましたね。残念。線形の調査完了しました。ここに神殿を建てよう。彗星が明るくなるかは、運試しなところが大きいですからね。おみくじみたいに思えてきました。葵ちゃんとしては吉兆なの？強調なの？吉兆に決まっています。ドマンナ連盟に施設を送り、関係を改善します。バージョン 2.6 から施設という概念が登場し、施設を送ることで関係を改善ないし悪化させることが可能になりました。施設でどんどん関係改善できるので、大幸福以外の設定だと序盤が簡単になってるかもしれません。超能力理論の研究を開始するよ。超能力理論。心というものは、あらゆる面において宇宙それ自身を反映した小宇宙である。あらゆる種族がこの理解に到達するわけではないが、心とは他の何よりも優れた道具なのだ。バレビブ騎士団とコンタクト、精神権威。我が西軍は揺るがないぞ。ジロニの2つ目の遺跡を発掘完了しました。シュラウドは物質界のあらゆる場所に同時に接しており、シュラウドを経路にして他の場所にジャンプできる。これが PSI ジャンプということのようですね。ゲーム上、次の遺跡がまだ出現しないよ。条件を満たす居住可能惑星がまだないみたいだね。バルダリ惑星関係とコンタクト、軍国ハイタ。我が西軍は揺るがないぞ。貴様ら薄汚い種族には何も期待していないよ。石ころ。なぜバルダリ惑星関係にコンタクトを取ったんだ？岩石種族を侮辱する排他主義者ね。許さん。調査船が新たに到達した星系にジロニの遺跡が発見されたよ。急ぎ国境内に収め発掘しましょう。セメスター星系の海洋型惑星に入植し、キナッシーと呼称します。キナッシーは香川県高松市木梨地区神田海峡に生息するネッシー科の動物です。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。超能力理論の研究が完了。これによりアセンションパーク、物質に勝る精神を取得可能になります。ジロニの遺跡の発掘が進みました。ジロニのシュラウドで変化を起こすのに必要なエネルギーは、銀河中心部の巨大ブラックホールの質量をエネルギーに変換して得られており、このことがジロニの間で議論を必要感のようですね。また新世界へ一歩近づきましたね。支配の伝統をコンプリート。アセンションパーク、物質に勝る精神を取得するよ。物質に勝る精神。我々は自分の心に眠る可能性のひとかけらしか解き放ってこなかった。今、我々の種族の繊細的な超能力が一部の個体で顕在化し始めている。文明のあけぼの以来、古い説話の中では、強力な魔法使いたちが超自然としか表現のしようがない力を振るって活躍してきた。
これらの稀な葵ちゃんたちは、仲間の心に忍び込んだり、考えるだけで重いものを持ち上げたりするなど、様々な魔法のような偉業を成し遂げてきたと言われている。最近まで、これらの物語は、物語でしかなかった。しかし、今や、我々の科学者たちは、葵ちゃんの一部の個体が、潜在的に超能力を受け継いでいるという、決定的な証拠を手にしている。超能力を持つのは、種族全体のごく少数に過ぎないようだが、その数は、ここ数世紀にわたって着実に増えてきている。これが、何らかの突発的な進化に起因するものなのか、それとも、遺伝情報の中にずっと眠っていた超能力が、何らかの理由で目覚めたのか、科学者は説明できずにいる。未来への糸口が見えたな。整形の調査完了しました。ここに神殿を建てよう。ベルゲートを発見。首都星系にそこそこ近いですね。この辺が用地になると、私の予知能力が告げています。栄光ザビル公国からコンタクト、軍国精神。ドマンナ連盟に送っていた施設を再配置します。向こうから関係を悪化させてきているようですね。悪化を打ち消すことしかできないかも。発掘が進みました。ジロニーは銀河を消費してシュラウドで神のように生き続けようとする神聖派とそれを止めようとする救世主派に分かれ内戦に突入します。次の遺跡に進みます。拡張、支配の次は波動の伝統を取っていきます。ポネル星系の惑星に入植し、北海道クッシャル湖に生息するクッシーと名付けます。研究完了です。発掘がさらに進みました。ジロニのはぐれ研究者が残した記録によれば、ジロニ種族全体の恐怖と欲望が融合して、知性を持った存在がシュラウドに現れ、ジロニの感情や思考に影響を与えて内戦を誘発したようです。次の遺跡は、より大きな植民地ですね。オファルノレク連盟からファーストコンタクト、物質軍国。この出会いを神に感謝しよう。入植して鹿児島県上甑島倉崎池に生息するコッシーと名付けます。イモルズ独立国からファーストコンタクト、排他平和。この出会いを神に感謝しよう。アノマリーを発見しました。発掘が進行中。救世主が多数だけど、神聖派が超能力をフルに使えるので優勢だったようですね。ところが、救世主側に英雄が現れある発見を成し遂げたようです。建設完了です。また新世界へ一歩近づきましたね。バージョン 2.6 の新要素、銀河コミュニティの結成が提案されたよ。よろしい。これは価値ある試みだ。別プレイの画像になりますが、結成直後に銀河コミュニティ画面を開くと、銀河コミュニティへようこそ。されて記念撮影する葵ちゃんを見ることができます。京都からの主管施設の活動が実って、栄光サビル公国が防衛協定を提案してきました。受けましょう。また新世界へ一歩近づきましたね。発掘の進捗です。ジロニの研究者が自分の体を消して作り出した塵。それがステープラーリスの希少資源、ジロだったのです。そして、ジロニの母星の位置も判明しました。次が最後の遺跡です。母星どこ？葵ちゃんの母星、ネッシーの近傍にあります。何かしら必然的なものを感じますね。そして、重なるほど近すぎて、操作が面倒になってしまった。銀河コミュニティ結成？ドマンナ連盟が素早く議題を出したせいで、ようこそが見れなかったよ。
日光中禅寺湖に生息するチュッシー。波動の伝統をコンプリートしたので、アセンションパーク超越を取得します。超越。我々は種族の真の超能力が覚醒する瀬戸際にいる。心は準備を終えており、我々は自身を超えた霊的な領域の囁く声をすでに聞いている。葵ちゃん種族は大覚醒と表現するしかない経験をした。これまでにも我が種族は自らに宿る大きな潜在的超能力に気づいていたが、このような力が現れたのは少数だった。今まではほぼ一夜にして至るところで葵ちゃんたちが全ての超能力を解き放った。それはまるで葵ちゃんのサイキックエネルギーの共用プールとも言うべきものがついに重要な転換点に達し、脳の潜在能力を一斉に覚醒させたかのようだった。葵ちゃんたちの言語コミュニケーションの多くはすでにテレパシーにとって変わったが、これは我々の社会が直面した無数の変化の小さな一例に過ぎない。我々は今やほとんどの人が想像もしなかった方法で結びついている。ベールが取り払われた。シュラウド探索のスペシャルプロジェクトが発令されたよ。シュラウド。暗い部屋での押し殺した囁きのように、シュラウドは我々の精神の内側から呼びかけてくる。それは時間の始まりから続く純粋なサイキックエネルギーを称えた現象の領域だ。超能力を持つあらゆる生物は、たとえ無意識的にであっても、このシュラウドに接続して力を引き出すことができる。超越以来、我々はシュラウドをかなり明確に見ることができるようになった。そこには我々の中で最強のテレパスにさえ形のない渦巻くエネルギーとしか見えないパターンが存在する。他のものもある。一種の精神体、向こう側から我々を覗き込む存在だ。時に好奇心から、時に親切心から、そして時に悪意から。我々はまだ新たな力の使い方を学んでいる途中だが、これらの精神体と交信できるかもしれない。それには我々の最も強力なテレパスたちが力を合わせる必要があるだろう。シュラウドを探索せねば。葵ちゃんたちがシュラウドの探求に乗り出したところで次回へと続きます。シュラウドの探索。隕石の衝突により誕生した葵ちゃん種族は文明を発展させ銀河の探索に乗り出す。先駆者シロニの遺跡を発掘し、超能力に覚醒してシュラウドの探求を開始したところから始めていきましょう。今回からサイキック葵ちゃんの立ち絵を作って使用しているよ。ゲーム中の葵ちゃんたちが超能力に覚醒したからね。私も空中浮遊してみたのだ。トリック写真かな？違います。本当のサイキックパワーです。本日のお品書きです。葵ちゃんナメクジと合体する。葵ちゃんジャバクスティを仲間にする。イモリア爆発する。葵ちゃんクラゲに襲われる。葵ちゃん市場誘致を諦める。葵ちゃんシス。葵ちゃんテレパシーを得得する。葵ちゃん選ばれし者になる。建設完了です。神経共生のイベントが発生したよ。他の生物と共生する神経ナメクジを発見した担当官のイデククトールルイエトクエトエク葵ちゃんが自らにナメクジを寄生させる実験の許可を求めてます。いわゆる自己実験、研究者が自身の被験者にすることにより実行される人体実験だね。時には実践が最善となる。科学のために。機械化は拒絶するのに神経ナメクジとの共生実験は敢行するんですね。神経ナメクジは魂のある知的生命体ですからね。実験は大成功。神経ナメクジは他の葵ちゃんたちのうち望む者たちとの合体を提案しているよ。ならば心と脳幹を彼らに開こうではないか。葵ちゃんのうち3ポップがナメクジの宿主になりました。研究力と統合力の算出に優れるほか、リーダーにも特性がつきますが、ただでさえ遅いポップ成長速度がさらに遅くなります。ナメクジとの合体に満足して生殖しなくなったのかな？ナメクジの繁殖速度に同期しているだけです。強制を受け入れなかった多数派の葵ちゃんたちがナメクジ恐怖症に陥ってますね。安定度-20です。さて、話は少し前後しますが、ジロニの遺跡の発掘の残りを進めます。ジロニの母星、ジロンの遺跡が発見されました。
後から録画したものになりますが、これがジローンの姿です。最悪のため、シュラウドの惑星と化しています。シュラウドの惑星。惑星を包む分厚い霧によってセンサーは無効化され、霧に入った船は二度と戻ってこない。ちなみに、シュラウドの惑星はテラフォーミングできません。でも資源としてジロが取れます。発掘を進めていきます。奇妙な結晶。我々はいくつかの結晶を見つけて更新した。一つは先の追放されたシュラウド研究者によるものであり、ジロニの内戦についてさらに学ぶことができた。ジロの粉末を用いることは救世派にとって大きな犠牲を強いることになったが、そのおかげで神聖派との形勢は逆転した。しかし神聖派は倒されることに激怒と恐怖を強め、シュラウド内部に恐るべき新存在を生み出した。このフィードバックループはどんどん強まり、神聖派を狂気に追いやって残虐行為はますますひどくなった。救世派もいかなる犠牲を払ってでも戦争を終わらせようと駆り立てられていった。位相惑星を発見したよう。ISS ベクトル特はザベールの信じがたい特徴を報告してきた。超能力エネルギーとしか表現しようのない奇妙なものに包み込まれたザベールが持つ単位空間あたりの量子状態の重ね合わせの数はこれまでに考えられなかったほど多いのだ。3ヶ月ごとに重ね合わせの数が一定水準に達して、ザベールは完全な次元位相転移を起こし、粒子場か別の次元に転移してしまう。この転移により、シュラウドの惑星が別の次元から現れ、一定期間後にガイア型惑星に戻ることを繰り返しているのだ。我々は、この惑星の相転移を止める方法を発見できるかもしれない。しかし、その前に生計を確保すべきだ。これらシュラウドの惑星を作り上げうる最悪の一例は、ジロンの発掘により明らかになります。結晶との交信を続けると、詳細な事実が分かってきた。敗北の淵に立った神聖派は究極の計画を実施することに決めた。円環の終わりだ。銀河核のブラックホールの特異点拡大を加速し、銀河をなるべく早く食い尽くすのだ。最悪の場合、救世派と銀河のあらゆる多種族が滅ぼされ、神聖派がシュラウドを膨大ながら有限な時間にわたり支配することになる。しかし、エネルギーがどれほど多くても無限でない限りは、結局同じことで、特異点の拡大が自律化してしまい、この銀河だけでなく宇宙そのものを食らい尽くす可能性があった。ジロニの運命が判明した。神聖派の計画を知った救世派は、神聖派のシュラウドにおける防衛網がほとんど打破不可能であることから、有効な反撃方法が唯一しかないことに気づいた。絶滅の危機に瀕した彼らは、一体のジロニだけを残して自分たち全員を犠牲にすることにしたのだ。この最後に残された救世派は、全種族の残滓を用いて、あらゆるジロニを破壊し、そうして神聖派の脅威を永遠に終わらせたのだ。こうしてわずかな量の粉末を残し、ジロニは跡形もなく消え去った。ジロニの救世派は本当に宇宙を救ったんだね。加えて、ステラリスのシュラウドに存在する精神体、円環の終わりは、おそらくジロニの神聖派の残滓なんでしょうね。これで色々なことが解明されました。まさに考古学的発見です。ステーラーリスの世界には、他にも多数の遺跡、遺産、先駆者が存在しています。ぜひ実際にプレイして発見してみてくださいね。探索隊が出発しようとした時、超能力結晶の一つが突然更新を始め、自分は有料であるから持っていくべきだと指示した。たとえそれが真実でなくとも、他にはない、知性ある結晶であるということは、さらなる調査を行う十分な根拠とあり得た。なんか可愛いね。超能力アーカイブがあると、シュラウドへ2倍の頻度で侵入できるようになります。また、10年ごとに結晶体の中にいるジャバックスティンの霊に相談し、指導を受けることができます。イモルズの母星、イモリアが爆発しました。話は聞かせてもらった。イモルズは滅亡する。なんだっけ？期限として、週末の日を持っていたようですね。母星が爆発するなんてかわいそすぎる。運命とは、時に残酷だ。ザベールの位相の固定に成功したよ。これで、葵ちゃんたちはガイア型惑星を手中に収めることができました。また、同時期に異物惑星も手に入れています。隕石で入植してニューネッシーと解明します。ガイア型惑星まで隕石で蹂躙していくのか。ですが、居住性もボーナス特性も失われません。
母なるガイアは全てを受け入れます。栄光サビル帝国の画面左方向への拡張を抑え込み、銀河系左下の領域は全て葵ちゃんのものにできそうですね。絶好の知性でしたね。チョークポイント一つを抑えれば封じ込めました。距離が短ければ飛び地入植してくることもあるから、周辺一帯を手中にするまで油断できないけどね。秘密の計画が完了しました。シュラウドへ侵入するスペシャルプロジェクトが完了しました。降霊会。数日間を催眠状態で過ごした後、テレパス秘密会議の超能力者たちが、ついに束の間、シュラウドへの入り口を開いた。超能力によってリンクを確立したので、今後は、更新メニューからシュラウドにアクセスできる。この領域に何らかの意味のある進出を行い、そこの住人と会うためには、我々の超能力の範囲を広げるために、特別なサイオニック放出装置を使わなければならないだろう。これには、膨大なエネルギーを必要とする。手を伸ばし、何を見つけたか確認するときだ。シュラウドの画面が開いたよ。シュラウド、それは信じがたいほど奇妙で落ち着かないものだが、身近で馴染み深いものでもある。超能力を持つ者なら、夢の中でこの場所を見たことがあるはずだ。もっとも、それを覚知することはないだろうが、我々は今、この領域の入り口で、次の行動を決めあぐねている。通常空間、もしくは我々が現実世界と呼ぶ領域と、この領域との境界をなす空虚にほど近いところで、シュラウドの深部に侵入するには、テレパスの多大な努力と大量のエネルギーが必要だろう。ぐずぐずしている余裕はない。たった今も何者かに見られているのだ。シュラウドに近づく。シュラウドのより深い領域では、何らかの存在が突然接触してくることがある。我々と同じ訪問者たち。シュラウドにとっても我々にとっても、全く異質な精神が送り込んだ強力なサイオニック探査隊だ。彼らの精神的意向が我々のそれに接触していたごく短い間、巨大な有機的物体が小さな生物の群れを従えてある種の濃密なガス大気に浮かんでいるイメージがちらついた。一番成功確率が高い恩恵の選択肢を選びましたが、失敗しました。最初緩やかに、しかし、どんどん加速しつつ、シュラウドとの結びつきは崩れてゆく。テレパスたちは足場を失って苦痛に不めき、通常空間に押し戻された。ちなみに、ファンブルすると呪いをかけられるぞ。超能力アーカイブの効果で2年半ごとにシュラウドへ侵入できます。集中しなければ。何らかの存在がシュラウドのこの一帯をすっかり占めている。様々な精神体に出会ってきたが、これはそれらとは異なる極めて強力な、はるかに古い存在だ。我々にはまだ気づいていないようだ。眠っているのだろう。それとも我々など気にかける価値もないということか。立ち去った方がいいだろう。この存在との意思疎通を試みる。近づいていくとそれが目覚めたのが感じられた。完全に我々に注意を向けている。邪魔されたことを喜んではいないようだ。テレパスたちを強力なエネルギーの波が襲い、何名かは大いに苦しみ、何名かは意識不明となった。一旦シュラウドから退却せざるを得ない。また2年半後です。暗き者が近づいてきている。シュラウドの真相で我々はある種の強力な精神的シールドで身を隠した精神体に遭遇した。それ、シールドの突破を試みる。成功です。超能力シールド。シュラウドのこれほど真相まで来て収穫もなしに引き返すわけにはいかない。テレパスたちは総力を結集して何人かが中を覗き込めるほどのサイズの穴を精神シールドに開けた。シールドの向こう側に何を見たのかはわからないが、彼らの心を永遠に引き裂くには十分だったのだ。しかし、犠牲は無駄ではない。シールドを破る行為は同様の力場を生み出す方法を教えてくれた。この技術を洗練すれば宇宙船をすっぽり覆えるほどの超能力シールドを形成できるかもしれない。サイオニックシールドの研究選択肢を得ました。これは精神没落や異次元艦隊も使っている最強のシールドです。さらに2年半後、恐怖には顔がある。またシールドを持つ精神体と遭遇しました。シュラウド深くへの探査行為で疲れ切っていたテレパスたちは精神シールドを破るのに十分な超能力を発揮できなかった。この失敗が精神体の注意を引きつけてしまったようだ。
警告したはずだ、虫けれども。我が領域を侵すというなら、お前たちの世界に災いをもたらしてくれる。シュラウドの生物が空間の壁を破りバズカーラット星系に実体化した。この怨念に取り憑かれたアバターは、膨大な量の超能力エネルギーを蓄積しており、不幸にも行く手に立ち入ってしまった全てに、それを浴びせかけるのだ。止めなければ。現在、葵ちゃんの艦隊は、初期艦隊とイベントで取得した小規模な艦隊のみ、サイオニックアバターを倒すには力不足だね。このまま突撃しますか？それとも、艦隊を強化して倒しに行きますか？よし、ほっとけほっとけ。敵対的サイオニックアバターは、時間経過によってエネルギーを消耗し消滅します。バズカーラット星系にある惑星アッシーにいる葵ちゃんたち、恐怖に支配されながら生活してそう。提督に経験を積ませるチャンスなのに。エキュメノポリス建設に向けてアセンションパークアーコロジー計画を取得します。したがって、我々は、都市にして惑星にして都市を築くことになるのだ。実際は、もっと後になって建てることになります。他の取得予定のアセンションパークが条件を満たしていないため先に取得しました。マローダーから通信が入ったよ。グリラン破壊弾。イモリアの画面下側にあって、我々の拡張が順調に進めば、国境を接することになります。マローダーについて一言で説明すると、北方の蛮族です。彼らは軌道上居住地に住み、ゲーム前半において大きな軍事力を持ち、通常帝国を襲撃して略奪しますが、傭兵として雇えることもあります。大ハーンが現れると、内輪もめをやめて強大化し、銀河の支配に乗り出します。早期に大ハーン化してしまうと厄介ですね。マローダー領にはアジトも建てられないし、準備ができ次第襲撃して焼きましょう。どっちが蛮族かな？高度に洗練された文明人は、野蛮人と見分けがつかない。最大限の注意を払え。ちょっとした殺念でさえ、この場所では具現化しかねない。そいつらは、ほとんどが我々に関与なすだろう。これが本当に起こったことかどうかはわからない。我々は本当にシュラウドにいるのか、それとも仲間の一人が急激な精神崩壊を起こしているのだろうか。恩恵、影響力の増加を選択するよ。成功です。恩恵を授けられた。シュラウドの強力なエネルギーが流れ込み、あらゆる葵ちゃんたちが共有する公共サイオニックリンクに溢れている。我々の共感能力はこれまで以上に強化され、結果として大きな政治的影響力を持つことになった。5年間影響力増加プラス 30% だね。超能力アーカイブのおかげで2年半ごとにシュラウドに侵入できるので、運が良ければ恩恵の重ね掛けも可能です。銀河市場が誕生したよ。銀河市場の中心地に自分の惑星を推薦できます。普段のプレイでは全力で推薦して誘致しているのですが、今回は拡張中で影響力に余裕がないため見送っています。君が吸っているのは酸素か？我々はシュラウド内部でこれまで見たことがないほど大量のサイオニックエネルギーが凝縮されたごく小さな空間を発見した。この生のエネルギーポケットに接続することができたものは極めて強力なサイキックになるだろう。だがその空間には1名しか入る余地がなくリスクもある。新生葵ちゃん帝国全土にもこのエネルギーポケットに接続して生き延びられそうなほどの超能力を持つ者は3名しかいない。誰を送るべきだろうか。イテケルオクククロエルル葵ちゃんを。空間からサイオニックエネルギーがイテケルオクククロエルル葵ちゃんに流れ込んでゆくにつれ、シュラウド全体が震えたようだった。残念ながらイテケルオクククロエルル葵ちゃんの精神はその圧力に耐えられなかった。これほどの力を保持できる生物など存在しないのではないだろうか。イテケルオクククロエルル葵ちゃんは膨大な超能力を炸裂させ、周囲の数名を巻き添えにして死亡した。シュラウドへの侵入はもちろんいいことばかりではありません。下手するとリーダーが2年半ごとに死にます。ここは全ての始まりなのか？辿ってきた道が突然行き止まりになった。この先には進めない。どの恩恵も現状必要ないので、最も成功率の高い探査速度の向上を選択し成功しました。次のアセンションに近づきましたね。テレパシーの研究完了しました。
超能力の基礎に十分通用すれば、心はより優れたものになり、他者とつながることができる。これで地上軍として非常に強力な超能力兵を編成できるようになったぞ。すぐそこにある異世界を見たり聞いたりできないだなんて、私たちにはどんな感覚器官が足りないんだろう。出し抜けに苦痛に満ちたひらめきが訪れ、私たちという存在の本質があらわになった。多元宇宙の中で我々の銀河と似た何千もの銀河が終わりなき構想のサイクルの中に閉じ込められている。宇宙が始まる。宇宙が終わる。また宇宙が始まる。それぞれの宇宙では数兆もの生命の火が不安定に揺らめいている。つまりはこういうことだ。声が囁きかけてくる。いつだって変わりはしないのさ。成功です。現在雇用されている葵ちゃんリーダーたちが寿命延長の特性を得ました。岩石種族で寿命がもともと長いからゲーム的にはそれほど大きな恩恵ではないと思うけどね。2年半後、再びリーダーをシュラウドのエネルギーポケットに送り込むことになりました。誰を送り込むかやや長考しています。ホクテルロールルバクとエルル葵ちゃんを成功した。空間からサイオニックエネルギーが吸い取られるにつれてシュラウド全体が震えたようだった。そしてその力はホクテルロールルバクとエルル葵ちゃんに宿った。銀河全体の歴史においてもこれほど強力な超能力を身につけた者は数えるほどしかいない。精霊の慈悲があらんことを。ホクテルロールルバクとエルル葵ちゃんが選ばれし者の特性を取得したよ。このリーダーは選ばれし者であり、信じられないほど強力な超能力を用いる不死の存在だ。通常の超能力者の特性よりも能力に優れるほか、不死になります。また今回は犯罪結社のため起きるかどうかわかりませんが、選ばれし者がいる時に発生する神による支配イベントで選ばれし者を統治者にすると、帝国が君主制、精神権威、君主崇拝、貴族エリート、鉄人王に変化するそうです。もしかして犯罪結社にしない方が超能力帝国ロールプレイには良かったのでは？犯罪結社ならではの内容も後々出てくるのでご期待ください。なぜ後の方になるかというと、成長しきっていない惑星に犯罪支所を立てても、現地省の不当な措置により閉鎖されてしまうからです。それでは、葵ちゃんたちの中に選ばれし者が現れたところで、次回へと続きます。才能の覚醒。シュラウドを探索した葵ちゃん種族の中から膨大なサイオニックエネルギーを受け入れ、選ばれし者に覚醒した指導者が現れた。周辺国の拡張をチョークポイントで抑え込み、広大な新天地への入植を進めるところから始めていきましょう。拡張中に行った遺跡惑星荒れ果てた惑星の発掘により遺産オムニコーデックスを入手しています。主導的効果は遺伝子特性ポイントプラス1。積極的効果を発動すると、いくつかの選択肢から選んだ自国の惑星にランダムな絶滅種サンポップが出現します。ですが有機種族が出るので、岩石種族の葵ちゃん帝国にとっては買いづらいですね。食料の生産が必要になりますし、今回は需要主義動物園ロールプレイでもないですから。ですがロールプレイ的な理由で1回だけ使用します。ギロイド人です。よろしく。よろしくお願いします。テロールプレイ。あかりちゃんは葵ちゃん種族が大覚醒した時のことを覚えているかな？確かすでに潜在的サイオニックになっていた葵ちゃんたちの大半が一斉に覚醒して超能力者になり、テレパシーで会話するようになって社会に大変革がもたらされたんだよね。考えてもみてください。大覚醒以降、葵ちゃん種族の大半はテレパシーでコミュニケーションを取るようになった。そんな中で一部の葵ちゃんだけは超能力に目覚めることなく従来の生活様式にとらわれ他の集団との意思疎通に問題を抱えているんですよ。我々はこのかわいそうな葵ちゃんたちを治療せずにはいられないわけです。ひどい医療科を見た。主要主義的立場から言えばむしろ保全すべき貴重な葵ちゃん文化なんですけどね。でもそれとオムニコーデックスで絶滅種を復活させることと何の関係があるの？ステーターリスの超能力帝国は未だ覚醒していない種族を同化してサイオニックに変化させることができるのです。
でも、葵ちゃんをいきなり治療するのは怖いよね。まさか。というわけで、葵ちゃんを人為的にサイオニック覚醒させる前に、ギロイド人で試します。何のために生まれて。市民権を同化に変更。自動で生活水準が才能覚醒に設定され、超能力開発開始。才能覚醒中の種族は職に就けず政治力を失い幸福度がマイナス 25% になります。集合意識や同化機械が実行できる自己同一性を侵害して無理やりゲシュタルト意識に昇華させる同化は幸福度マイナス 50% ですから、それより相対的には穏当と言えるでしょう。3ポップだからそんなに時間はかからないね。同化は毎年1月1日に惑星ごとに数ポップ分進みます。年末に開始したのですぐ完了しました。完全市民権を与えましょう。海洋型惑星に出現させたから居住性が海洋だけど補正のある母星はともかく他は葵ちゃんクレーターのせいで快適に住めないよ。ガイア型惑星があるし、後々エキュメノポリスとリングワールドを確保するから大丈夫じゃないかな。農業区画を開発、当面は食料の自給も可能です。実験成功したので、いよいよ葵ちゃんを才能覚醒します。あれうまくいかないね。すぐ元の設定に戻っちゃう。もう一度操作してみます。種族政策は一度変えたら10年間変更不可です。変えてない。正解を言うと、この場合はサイオニック特性を持つ既存の派生葵ちゃんへ遺伝子改変する必要があるようです。遺伝子改変はゲーム上幸福度も下がらないので、同化よりはずっと穏やかだと思われます。ただ、遺伝子改変の技術を研究するまで実行できませんし、序盤では社会学研究の負担が大きいので、後々行うことになりますね。何のために生まれた。前回力を得た選ばれし者を先頭に強く生きていきましょう。と言っても、選ばれし者科学者だからそんなに恩恵ないね。どんどん死ぬので、総督や提督を送り込みたくなかった。前回の動画以降調べたのですが、選ばれし者が統治者になるイベント、神による支配は、統治形態が民主制、下等制、独裁制のどれかでないと発生しないため、企業帝国ではせっかくのイベントが出てこないことになります。そうした問題があるので、自作モッドを後付けして、イベント、選ばれし者の神格化を追加しました。なお、自作モッドに入れているフレーバーテキストは投稿者が愛知から書いたものですので、交渉の緻密さや物語としての質においてちゃんちゃらおかしい部分があるかもしれません。ご注意ください。選ばれし者の神格化。新生葵ちゃん帝国は、これまでにも対抗ある葵ちゃんを神格化してきたが、あくまでも死後の追能に限られていた。ところがホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんとして知られる極めて強力な超能力者が現れ、不死なる存在として一身に崇拝を集めている。この至高の神というべき存在を公式に神格化し、我らが教団の永続的指導者としての地位に至らしめる提案がなされた。シンくんホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんの即位を宣明せよ。シンくんの即位。シュラウドで最強の超能力を獲得し、不死なる存在となったホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんは、葵ちゃんたちの間で生きながら至高の神として崇拝され始めた。圧倒的な支持を背景に、教団は、この選ばれし者を公式に他の神々と共に祭り上げる決議を行う。ホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんは、神聖葵ちゃん帝国を統治する終身の、不死なる存在にとってそれは永遠を意味する。最高指導者となったのである。しかしシンくんホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんは初期の統治のみを自ら行い、以後は内政を教団に任せ外敵との戦いに専念するであろうと予言した。至高の存在に続け、ホクテルル・オルルバクとヘルル葵ちゃんが統治者に就任しました。ただし統治形態は企業帝国のままなので任期は20年です。また提督にも同じ選ばれし葵ちゃんが出現します。こちらは不死の存在です。加えて強力な固有特性、思考の艦隊指揮官を持っています。神格化された選ばれし者は、この上ない超能力と権威により、艦隊を他の誰よりも強力にかつ巧妙に指導する。疾風とトリックスターの能力を併せ持った特性、メアリー・スーかな。
といっても、選ばれし者と思考の艦隊指揮官以外の特性はない状態なので、異常な能力ではないと思っています。初期の統治のみ自身で行い、あとは外政に専念するというスタイルは、ローマ皇帝セプティニウス・セルエルスを参考にしています。企業帝国のまま選挙制度だけ動的に変えるのが困難であるための苦し紛れですね。それは言わない約束です。異物惑星ニューモス神をエキュメノポリスに再建するための鉱物が欲しいので、入植済みの鉱山惑星に加えて鉱山区画の枠が多い死の惑星ナウエリートにも入植します。死の惑星に入植またはテラフォーミングすると、不浄の地に足を踏み入れていることに精神主義派閥が不満を抱きます。テラフォーミングが完了すれば問題ありません。テラフォーミング中の惑星には入植できませんが、技術、生態学的適応を研究済みであれば、入植開始後にテラフォーミングも開始できます。死の惑星を海洋型にテラフォーミングしながら、同時に鉱物をどんどん掘りましょう。死の惑星でひたすら鉱山開発する葵ちゃん。人口の自然層を待っていられないので、帝国中から事務員の葵ちゃんをどんどん強制移住して鉱山労働者にします。地の極。そこの底。葵ちゃん、地下労働施設。ナウエリートで咲いている花がまき散らす花粉が面白いということで、研究のスペシャルプロジェクトが発令されました。死の星に咲いているの？おそらく、テラフォーミングのために起こしている環境の変化により、死の大地に眠っていた種子が一気に発芽したんでしょうね。史実地球でも砂漠に数年に一度の大雨が降って嘘のような一面の花園が現出するケースがあります。秘密の計画が完了しました。研究の結果、葵ちゃんたちは大したものではないと結論付けました。フラグ立ったな。花粉に長期間暴露すると、軽度の迷惑効果と知覚を肺にする効果があることが分かりました。この植物は、葵ちゃんの地元入植者には、マリンカリンの名で知られています。注目に値する。地下労働施設の葵ちゃんたちが、幸せな気分になっているよ。花粉で、葵ちゃんたちの生産性が 15% 下がっています。ふへへ。葵ちゃんを何とかするスペシャルプロジェクトを発令。秘密の計画が完了しました。管理方法を改善することで生産性の低下を緩和しました。もっとお花を嗅がせろ。早くもタイトル回収かな。葵ちゃんのナウエリートからの移住可能性が大幅に減っています。もう離れられない。ついに現地政府と話が通じなくなってきました。行政改革チームを派遣せよ。作戦行動、モーブ。改革チームが裏切りました。採掘仕事なんてやってられるか。もっと花の快楽。首をはねろ。直接統治だ。我々のナウエリート遠隔地行政は今やしっかりと確立した。花粉を生むマリンカリンの増殖を抑え込み、またその使用を許容する社会風潮を排除する試みはそれなりに成功を収めている。これには大変な困難を伴った。花の匂いを嗅ぐのと同じくらい罪のない行為なのだから。現地軍のうち引きこもりで花粉をあまり吸い込まなかった葵ちゃんたちがいたようだね。評議会の進言に従い引きこもり葵ちゃん兵を使って花を焼かせるよ。なんというもったいないことを。この破壊によりマリンカリンの全ての補正が削除されます。エピクーロスは言った。肉体の快楽は欠乏による全ての苦痛が取り除かれた時に最大になり、あとは味わいの変化のみがあると。葵ちゃんが賢者状態になっている。ボドラナイト統合コロニーズが内戦に突入した。有機生命体であるボドラナイトの政府と彼らのシステムを乗っ取った機械知性であるプライム同化体が戦っている。どうなるか見てよ。介入しないの？まだ軍備が整っていませんし、ボドラナイト側に残った領土が邪魔で進行しにくいです。貴様らは処理される、同化される、吸収される。暴走する同化機械になっていますね。氾濫した機械知性は確率で通常同化機械、殺戮機械のどれかになります。彼らは思考力のある機械などという冒涜的な存在を許した。
自分自身が機械化されるという報いを受けるのは本望と言えるでしょう。ですが、自分自身で一線を越えたわけではないのも事実です。軍備を整え、マローラーを殲滅して、皇庫の憂いを断った後、プライム同化隊との戦端を開き、助けに行きましょう。AI 帝国は高確率で機械に反乱を起こされて力を落としているような印象がありますね。空っぽの殻に知性を与えるから。プレイヤー帝国なら回避は容易なんだけどね。反乱側でプレイを続行できるらしいので、逆に次のプレイはそれで行くのも面白いかもしれませんね。ちょっと気が早いです。原始文明に介入しない消極的観察をしていたところ、葵ちゃん科学者が現地で失踪。その後、原始文明は青銅器時代から鉄器時代へ発展しています。怪しい。失踪した葵ちゃんから入電。ごきげんよう、友人たちよ。諸君らは、我をアクビン1にて失踪した科学者として覚えているだろう。実のところ、我の突然の失踪は意図的なものであったと言える。この星の原住民は、我を神のようなものと見ているようだが、まあ当然だな。大変な熟考の結果我は、この満足ともに、真の文明を化することに決めた。何かに取り憑かれたのか？疲れたのだよ。先見の明なき倫理規範に疲れたのだ。同僚たちからの冷やかしに耐えるのも嫌だし、何よりも受動的監視とやらにいい加減ふんざりなんだよ。何が受動的だ。バカバカしい。原始文明に介入して導き、何か役立つように整形してやるのは我々の義務だ。遠くから静かに眺めるというのは、責任を回避しているだけの恥ずべき行いだよ。お前は即座に排除されるだろう。残念ながらもう遅い。私は自分より下の者からの指図を受けることはない。我が知性は君に委ねられていたが、君はただそれを浪費しただけだ。しかし、ここでは私はふさわしい敬意を受けている。今はここが我が故郷だ。我が知識と持ってきた設計図により、この文明を急発展させて偉大なものに作り変えるのだ。お前は強靭だ。楽だよ。むしろこんなに正気だったことはないくらいだ。神聖葵ちゃん帝国の死は避けられない。この兆候に気づかなかったなんて、君は盲目に違いないね。ああ、まあ数世紀かかるかもしれないけど、いつかは君にも落ち目が来るんだ。君が自分自身を破壊し尽くした後、銀河は若く鮮やかな文明の手に渡るんだ。例えば、私が今作り上げているようなね。もう特に言うことはないかな。それじゃあ、さようなら。また神が増えた。10年以上後の話になりますが、この2人目の神君、無法科学者が現地の封建王国の一つを掌握し、先進兵器を供与。惑星全体の征服に乗り出しました。大規模な地上軍を派遣、偽りの神王権力の座から引きずり下ろせ。秘密の計画が完了しました。葵ちゃん地上軍はアクビン1に降下、科学者を誘拐することに成功しました。しかし、神を守ろうとして自殺的な攻撃を行った原住民に数百の犠牲が出ています。神を異星の侵略者によって連れ去られた原始文明が受けた影響は計り知れないですね。少なくとも問題の一つは解決したというわけだ。誘拐によって原始文明の状況は安定しました。神を失ったことでアクビン1の文明は後退、蒸気時代まで戻っているよ。最盛期には機械時代まで発展していたけど、独力ではそこまでの進歩は保てなかったみたいだね。今回のことで私も反省しました。というわけで、積極的な介入を行い、彼らが神聖葵ちゃん帝国に参加するよう仕向けます。それをやっていいなら、最初からやっていれば、無法葵ちゃんが出ることもなかったのに。無法葵ちゃん、かわいそう。生きながら崇拝されるのは一度に一人がいい。そういうことです。原始文明を併合するには隠密潜入を実行しますが、それには文明レベルの工業化時代以上でなければなりません。そこであらかじめ積極的観測を実行し、無法葵ちゃんがやったのと同じように文明レベルの進歩を加速します。産業革命が再発生し、工業化時代まで戻りました。
工業化時代になった後は必須ではありませんが、強化を実行します。今になって調べたところ、彼らサビカスト人の思考は狂信的物質主義なので、そのまま神聖葵ちゃん帝国に併合するのはよろしくない。無法葵ちゃんを神と崇拝した王国があったくらいですから、こっそり布教して精神主義にしてしまっても問題ないでしょ。軍国精神に思考が変化しました。ここまでできたら、あとは隠密潜入を実行するだけです。スパイ葵ちゃんがサビカスト人に化けて潜入、現地で影響力をつけ、時間をかけて指導者を全員葵ちゃんにし、神聖葵ちゃん帝国に併合されるよう向こうから嘆願するように仕向けます。どうやって化けているんだ？遺伝子操作された工作員となっていますが、超能力帝国の場合は超能力を併用していると脳内保管しています。それにしても、いくら圧倒的に進んだ異星文明のスパイとはいえ、指導者自体が入れ替わっても気づかないのは節穴すぎない？史実人類同士でさえ、側近がスパイであることに気づかなかった事例が複数ありますし、問題ありません。問題しかない。ともあれ、5年ほどかけて、葵ちゃんはサビカスト人の権力を掌握し、併合に成功しました。居住適性の高い乾燥型惑星やガイア型惑星、この頃再建されたエキュメノポリスに強制移住で分散させてから超能力開発します。そしてそのまんまエキュメノポリスで夜勤技師や研究者として就職してもらいましょう。まあ、エキュメノポリスは居住地としては快適だと思うよ。帝国内には他にチューン知生体もいるので、生化した上で才能を覚醒しましょう。さらに、プライム同化体にサイボーグ化された不幸な種族もいずれ解放し、遺伝子改変で機械を取り外した後、同化で才能を覚醒します。つけたり外したり目覚めさせたり。助けてあげてるんだよ。銀河の諸種族を超能力開発していく覇者としての道へ踏み出した葵ちゃん。果たして葵ちゃんはその独占を押し通すことができるのか。次回へと続きます。ガイア駐輪。異種族の同化を行い原始文明を併合した葵ちゃんは、諸種族のサイオニック化という目標に進み始める。空白地への拡張を終え、マローダー討伐を準備するところから始めていきましょう。葵ちゃんを地下労働させて採掘した鉱石を使って遺跡惑星ニューモッシュのエキュメノポリス再建が完了しました。無数の世代にわたり冷たくうつろなニューモッシーの廃墟は、はるか昔に終わった黄金時代の物言わぬ象徴として無人のまま佇んでいた。だが今はそうではない。惑星規模の都市はついに再生され、かつての荒れ果てた廃墟は再び活気にあふれている。既存の建物やインフラで使えるものは修復され、再利用された。損害がひどすぎたところは残骸を撤去し、新たな建築が可能になっている。感動的だ。これで合金の生産をどんどん増やせるね。こうちゃん惑星の時と同様、強制移住でどんどん葵ちゃんをエキュメノポリスに集めて働かせます。2298年4月、大ハーンが覚醒しました。葵ちゃんと接していない方のマローダーに出たようだね。これでグリラル破壊弾を攻撃しても大ハーンの覚醒を引き起こさないことが明らかになりました。早速焼き討ちしましょう。キリがいいので、ここで銀河の状況を理解しておきましょう。葵ちゃんたちは画面左下への拡張を終え、銀河系最大の領域を支配。上方に排他平和のイモリア独立国、右下方に友好国の栄光ザビル公国、右にこれも友好国のドマンナ連盟があり、国境の安全が保たれています。バルジ付近でボドラナイト統合コロニーズとの位置的には接していますが、ハイパーレーンが繋がっていないため、こちらも安全です。その上には反乱機械のプライム同化体があり、ボドラナイトとの戦いを有利に進めているようです。これらの国を挟んで、マカーシ族、オパルグレク連盟、バルダリ宇宙連盟の三国同盟があり、我々と敵対的な外交関係にある。そのさらに先、画面右上にあるオタガ部族連合は、この銀河系にある通常帝国で最強の国力を持っています。さっき大ハーン帝国に変化したテンドラズン自由民団は、画面右下の辺境にあり、今回のゲーム設定上マローダーは相対的に弱いため、葵ちゃんを脅かすほど拡大することはないと思われます。次に国内と国境付近の状況を見てみましょう。
葵ちゃんたちは、間もなく完成するものも含めれば、領内に造船所を集中させた成形1つ、巨大造船所1つ、エキュメノポリス1つ、エルゲートとゲートウェイ3つずつを抱えています。ゲートウェイにより、艦隊の展開や交易価値の収集が極めて容易になりました。今後の予定としては、グリラン破壊弾を滅ぼして領土を併合し、そのあたりにゲートウェイをもう一つ建設したいところです。それが終わったら、上の方にいるプライム同化隊に戦線ジャンプドライブで、その中枢部に攻め込みます。ハイパーレーンで繋がっていないので、軍の退路に不安が残りますね。勝つから大丈夫。葵ちゃんはこのフラグが成就することをまだ知らない。正当に向け準備を進めていたところ、グリラン破壊団の方から脅迫してきました。クズメ、お前たちにやるものはない。戦争不可避と見て、規制を制止に来たのかな。ジャンプドライブで国境付近まで艦隊を動かし迎撃します。敵の襲撃艦隊が国境の成形に侵入、直後に選ばれし葵ちゃんが率いる艦隊が到着し交戦開始します。野蛮な異教徒をぶっ潰せ。果たしてどちらがより野蛮なのか。基地が異教徒に襲われています。異教徒に民間基地を焼き払われました。異教徒に民間基地を焼き払われました。異教徒に民間基地を焼き払われました。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。敵の艦隊を殲滅、生存者は報告されていません。勝ち時を上げよ。葵ちゃんの大軍に直面して不安定化したのか、グリラン破壊団に所属する士族同士の抗争が起きたらしく、提督が亡命してきたよ。ロールプレイを兼ねて、選ばれし者の副将のような地位で戦ってもらいます。ようこそ、新生葵ちゃん帝国へ。艦隊をさらに強化し、いよいよグリラン破壊団の根拠地に攻め込みます。交戦開始。焼き払え。成形の調査完了しました。ここに神殿を建てよう。隣接成形へ進行したことにより、機械没落のオムニ連続体から通信が入りました。有機生命体文明を検知。保管プロトコル46サブルーチンアルファ8を開始します。メッセージは次の通りです。こんにちは、有機知性体。あなたはオムニ連続体の領域に接近しています。この成形はエラー、データブロック破損の脅威から有機生命体を守るための避難所です。難民申請をしたい場合、中央処理装置に進んでください。すべての有機知的生命体は有用性と必要性に基づいて歓迎されます。注意、難民及び保管システムに対する敵対的な行為は利用可能な最大限の措置によって対応されます。魂なき機械仕掛けども、我らの邪魔をするな。オムニって遺産オムニコーデックスを残したオムニと関係があるのかな。多分、このオムニという言葉は、汎用機械みたいな意味で使われているので、直接の関係はないように思います。オムニコーデックスのイベントテキストでも、オムニは滅ぼされたとありますし。選ばれし葵ちゃんが、特製トリックスターを獲得しました。固有特性と相まってものすごく逃げ足の速い提督になったね。制圧した聖剣にオムニ連続体の艦隊が侵入してきました。人間、いや、次の聖剣に進め。ロールプレイ上、早くも特性が活かされた気がする。ちなみに、紹介しに来ただけで、戦闘が起きたりはしないようです。避難所を守るための行動かな？機械没落はバグっているものの、忠実に任務を果たそうとしてはいます。最後の聖剣に突入します。マローダー、葵ちゃんの敵ではなかったね。一方的な蹂躙だったよ。少し前に大ハーンも敗北しており、間もなく2度目の敗北で戦死します。この辺、ゲーム設定に工夫が必要ですね。
研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。蛮族を滅ぼしました。ちなみに、マローダーを滅ぼすと3頭の艦隊が報復のため襲ってくることがありますが、今回は出ません。そんなことより裏にコロッサスの話が見えたよ。設計中の対惑星兵器コロッサスに乗せる兵装を一つ選択できます。もちろん神聖執行機を選択します。超能力投射装置によって惑星全体に聖なる真理を輝かせ、信じることのできるものすべてを真の信仰者とし、そうでないものを拭い去る。神聖執行機を使用すると惑星の機械種族や集合意識は全滅し、有機種族は強制回収で精神主義ポップになります。すべての人民が選ばれ神君を崇拝するようになるのだ。葵ちゃんクライシスがますます深刻化していく。裏で進めていた荒廃した巨大造船所の修復が完了しました。これで玄関アップグレード能力が大幅に向上、短期間で宇宙軍許容量、合金、希少資源の限界まで軍拡できるようになるね。前回までに紹介したアセンションパーク、構成艦の支配権、物質に勝る精神、超越、アーコロジー計画に加え、建築の巨匠、コロッサス計画を取得していました。7枠目として巨大造船所を修復したことによりアンロックされた銀河の脅威を取得。これにより物質展開機を建設できるようになり、鉱山で葵ちゃんたちに掘らせても足りない鉱物収入を一気に増やすことができます。最後の枠は取っておいていますが、没落帝国とクライシスの様子を見ながらおそらく銀河の守護者を取得するだろうというつもりでいます。秘密の計画が完了しました。エルゲートを開けました。葵ちゃんたちが解放を控えたところで別の帝国に開けられてしまうので深く考えずに開けることにしています。デッサヌだね。贈り物くれるしばらくは生かしておきます。この頃、葵ちゃんはオタガ部族連合がプライム同化体の領域を奪いつつあることに気づきました。勝ち場泥棒め、ずるいぞ。急いで攻め込まなきゃ。数十度目のシュラウド探索。我々が手を伸ばす前に向こうから手を伸ばしてきた。テレパスたちの精神の周囲で、その思考は、とぐろを巻き、身をよじり、駆け引きし、甘い言葉を囁く。それは、欲望の道具であり、我々に健康と権力と名誉と、何でも望むものを与えてくれるという。我々が望むであろう、すべてのものを。対価、ちっぽけな問題だ。手数料程度でしかない。それが望んでいるのは我々にとっての最善だけだ。それは我々を助け、導き、野望や夢を示してくれるだろう。もし彼らが我々の心臓に入り込むことを許可さえすれば、それは我々が受け入れるだろうと確信している。どうして断れるだろうか。シュラウドに潜む大きな5つの精神体、虚無の囁き手、世界を喰らう者、欲望の道具、螺旋の作曲家、円環の終わりのうちの一つだね。欲望の道具と契約すると、職業による資源産出がプラス 10% されますが、いずれ代償を払うことになります。加えて、自作マットを後付けし、さらに激しい恩恵と代償を伴う契約にアップグレードできるようにする予定です。今回、葵ちゃんたちは、早急な軍拡と戦争に向けて駆り立てられており、欲望の道具との契約を決意しました。決定は下された。我々は、欲望の道具と契約を結んだ。効果が感じられるまで時間はかからなかった。鉱山では豊かな新鉱脈が見つかり、失敗しかけていた事業は突如成長に転じ、絶対に氷と岩しかないと思われていた小惑星で希少な資源が発見された。欲望の道具が約束した通り、我が国は富と繁栄の黄金時代を迎えたように思えるが、しかし代償は何だと言っていただろうか。契約を理解していない。悪いことなんて起こるはずがないさ。葵ちゃんたちは艦隊を国境に集結させ、ジャンプドライブの準備を整えました。プライム同化体に疲れはない。葵ちゃんたちは必ず我々の一部となる。神の望みのままに。早速、ジャンプドライブで敵地に進行します。異教徒から惑星を解放しました。
早速布教しましょう。プライム同化隊は軍の大半をボドラナイト統合コロニーズとの戦いに投入していたらしく、葵ちゃんたちは苦戦することなく惑星ボドラナイトを征服しました。ボドラナイト統合コロニーズの旧首都星系ボドとその周辺は、プライム同化隊の支配領域で最も豊かな地域でしょう。そこを解放した以上、この戦争の決着がつき、どれだけの領土を葵ちゃんのものにできるかが焦点になったと言える。野蛮な領土たちが攻めてきます。宣戦布告だ。栄光の戦いに挑むこの時を我が全軍で祝福せよ。だと。あれ、いつの間にか請求権を出されてたんだね。本国を空にすべきではなかったのでは？エルクラスター越しだから攻めてこないと思った。今では反省している。2311年11月、マカー氏族、オパルドレク連合、バルダリ宇宙連盟の三国同盟が葵ちゃんに宣戦布告。防衛同盟を履行した栄光ザビル公国が葵ちゃん側について参戦しました。葵ちゃんは戦力の大半を率いて旧ボドラナイト領の奥深くに攻め込んでおり、本国にすぐには戻れない状態で腹背に敵を抱えることになりました。急いで元来た道を戻り、本国に軍を返すしかないね。それだとジャンプ後の最重点中に戦闘になる可能性があるので、今すぐ右にジャンプして、その先にあるエルゲートへ向かいます。そこからエルクラスター経由で右下のエルゲートへ移動、マカー氏族の本国へ進行します。この経路、意味ある？さあ、最重点中では勝てない敵が速攻をかけてきたら意味があるかもしれません。1年半にわたる数万光年のセールを経て、マカー氏族本国への進行を開始します。どうやらマカー氏族は主力を西の栄光ザビル公国に向けていたらしく、葵ちゃんは敵の主力がいる西部と首都星系のある東部の分断に成功しました。敵の主力が強力で、葵ちゃん艦隊はまだ劣勢であるため、増援の心臓艦が十分加わるまで決戦は避け、領内を荒らし回ります。葵ちゃんは5年もの間、敵の主力と接触しないようにしながら暴れ回りました。請求権を出した星系は大体奪っているし、可能になり次第は兵でいいね。コロッサスが未建造で、総力戦にできなかったので、奪えるだけ奪えないのが悔やまれます。ゲームが落ちました。クラウゼビッツが切られた。クラウゼビッツが切られた。幸い2年の手戻りで済みました。自動セーブをオフにしているから、もっと運が悪かったら破綻してるところだったよ。気を取り直して2年間戦争し直し、ついにマカー氏族主力との決戦です。合金と希少資源のある限り見解している上に、ほとんどの戦力を集中運用しているから、今や葵ちゃんの方が戦力値において上回っているね。敵主力を撃破、戦争の帰数は決しました。アセンションに近づきましたね。そのまま1年間進行を続け、戦争疲弊により現状追認で強制和平となりました。葵ちゃんはマカー氏族の領土の半分、それも中央部をエルゲートからゲートウェイまで奪通するように奪い取りました。あれ、右上に飛び地があるよ。ボドラナイトが倒したティアン機の巣があり、すぐに入植せずに放置されていたので横取りしました。ちなみに上の方にも太陽を食らう者がいましたが、間に合いませんでした。レジデント、オブ、3。違います。あと、いつの間にか反乱機会が増えているよ。葵ちゃんたちが背後からの一撃に気を取られているうちに、イモリア独立国からケルブリッド包摂隊、オタガ部族連合からシドランハブが分離、戦争を続けています。反乱機会強くない？ウィキには大規模な帝国には脅威になりにくいとあるけど。そこです。
機械の反乱は居住惑星のある星系の約半分を乗っ取りますが、居住惑星のない星系は取れません。ところが、ゲーム設定で居住可能惑星を5倍にしたため、乗っ取り得る星系の候補も多くなります。銀河が反乱まみれになりがちなのは、ゲーム設定のせい。これで、たくさん機械知性を叩き潰せますね。葵ちゃんたちは敵を欲している。焼けた棍棒で打ち据えても攻められない敵を。道具が人々に与えた欲望は強烈な。葵ちゃんたちは一夜にして自らの政府と文化そのものの両方を敵視するようになり、古い慣習を疑い、社会的タブーを破っている。政府への支持は急速に低下しており、政治的大混乱に陥りかねない。恐ろしい。10年間統治志向への魅力マイナス 50% です。真剣国家で飲酒を打破する動きは困りそう。ゲーム上は大した問題ではないけれども。葵ちゃんたちが欲望のままに活動し快楽を貪っているうちはいいですが、その情動の矛先が選ばれし葵ちゃんの権威に向けられると、教団の内部抗争に発展しかねません。ですが、安心してください。選ばれし葵ちゃん直轄組織のサイキック研究所職員が、葵ちゃんたちとギロイド人並びに宇宙の諸種族を監視し誘導します。この辺は次回以降のどこかで見ていきましょう。さて、ティアンキ星系に残されたガイア型惑星に入植した頃、葵ちゃんは新たな計画を思いつきました。また嫌な予感しかしない。アセンションパーク惑星の加工者を取得、ガイア型惑星へのテラフォーミングを可能にします。その枠は対クライシス用に取っておいたのに。入植して、葵ちゃん工場と名付けた10数個の惑星を一斉にガイア型惑星へテラフォーミング開始します。入植後、隕石で地中に埋まった葵ちゃんにポップを掘り出したら、全員を本国へ強制移住して惑星を放棄しましょう。ちなみに、伝統、植民への情熱でもらえる1ポップは必ずしも葵ちゃんにならないため、全員葵ちゃんにはならないようです。放棄後すぐに隕石で再入植します。2発目です。完了しました。入植開始。ガイア型惑星は居住性が 100% に固定です。いくら隕石を落としても大丈夫。これはひどい。これを多数のガイア型惑星で繰り返すことにより、葵ちゃんは普通に増殖するよりも早く人口増加することができます。帝国内の多種族よりも葵ちゃんが優先的に増えるので、人口統制なしに葵ちゃんが人口に占める割合を増やしていくことができるという利点もあります。資源に余裕ができ次第、他の居住可能惑星もどんどん葵ちゃん工場にして、増える葵ちゃんの勢いを加速していきましょう。ガイア型惑星をボコボコにして仲間の数をどんどん増やす方法を発見した葵ちゃん。異教徒との艦隊戦です。やっつけろ。果たして銀河は葵ちゃんに埋め尽くされるのを防ぐことができるのか。次回へと続きます。普通にガイア型惑星を開発した方が強くない？新生執行機。蛮族と機械と異教徒を打ち破った葵ちゃんたちは、ガイア型惑星を駐輪し、銀河の脅威となる。軍を介して再び反乱機械を襲うところから始めていきましょう。今回からオンリエ様の UI オーバーホールダイナミック 4.2.6.3 と会長の家様の会長図タイニーアウトライナー 4UI オーバーホールダイナミック&スピードダイヤルを導入しています。音声が精神主義葵ちゃんから変わってしまい、UI から見切れて選択できなくなっていたため、これら UI 系のモッドを導入しました。モッド作者様方に感謝しています。モッドの話が出たついでに、前回までの内容について2つ訂正します。1つ目は反乱機械でプレイしたいというものです。プレイヤーが反乱機械でプレイを続行するためのイベント選択肢はバージョン 2.6 以降削除されています。モッドの AI リベリオンプレイアブルアゲインフィックスを使用すると、この選択肢を復活させることができます。だがしかし、ワークショップのコメント欄によれば、反乱機械でプレイすると発生するバグが多数あり、選択肢が削除されたのはこのためだというのです。つまり、選択肢を復活させただけではあまりうまくいかないのではないかという懸念があります。バグを自力で直すのも多難ですし、反乱機械でプレイする案はお蔵入りで。2つ目は、隕石でガイア型惑星を蹂躙した時に生まれるポップが葵ちゃんのみにならないという問題についてです。
挙動をよく見たところ、障害物、埋もれた岩石種族を除去した時に生まれるポップは、帝国内の種族からおそらくは人口割合に応じた確率で選ばれることが明らかになりました。ロールプレイ上さすがにおかしいだろうということで、持ってを自作して創始種族が出るように修正しています。創始種族は起源天才より生まれし者の当事者だから、一律で創始種族が出るようになっていても不思議はないね。この修正は単体モッドとして公開したいところですが、バージョン 2.8 が出たので、後でそれに対応したモッドにして公開します。小惑星帯を抜ける彗星。葵ちゃん工場4の住民は、現在、壮麗な光景を目撃している。彗星が葵ちゃん工場4の小惑星帯を通過しており、この現象は息を飲むと形容されている。空を見てみろ。葵ちゃん工場4の近傍にはディアン紀の死骸が浮かんでいます。この惑星で生まれた葵ちゃんたちは、彗星には感動してもディアン紀の死骸を眺めるのは日常で、今更驚かないんだろうね。生まれた時から天空に浮かんでいたリヴァイアさんの死骸、SF の舞台設定としてなかなか好きですね。なお強制移住される模様。そういえば、コメント返しでシャーに言及したとき、ステーラーリスの効果音を流してしまいましたが、コメントは EU4 の安定度が変化した時の効果音を意図していたと思うので、この場で流しておきます。ちなみに、投稿者は EU にはそこそこプレイしましたが、EU4 は積んでいます。イモリア独立国が反乱機械のケルブリッド包摂体を倒したようだよ。母星が爆発した割にイモルズは強いですね。イモリア独立国は少し前に思考が変わり、排他平和物質になっています。反乱機械を早期に駆除できたことから、物質主義的な路線を制御し得るという自信を深めたのでしょうか。国是として内向きの成熟と鉄人王を持ち、未曾有の国難を乗り越えて葵ちゃんたちと互角の国力を有しているよ。このイモルズのポートレイト、イースの大いなる種族に似ていませんかって言おうと思ったんですけど、言うほど似てなかった。画像は二次創作ですが、原作の技術的にもです。また次のアセンションに近づきましたね。プライム同化隊にとどめを刺すべく進行している途中に、戦争疲弊で時間切れ、現状追認で和平となりました。背後を襲われて進行が中断したのが響きましたね。次は絶滅させましょう。感じるか。星々に響く何万もの鼓動が奏でる調和を、貴様らもすぐに仲間に入れてやる。神の望みのままに。艦隊の修復が進み次第、早速シドランハブに宣戦布告しました。シドランハブの軍事力は悲惨、早く火事場泥棒をしないとなくなっちゃうね。葵ちゃんの艦隊は速やかにシドランハブ領に侵攻、オタガ部族連合の本国に繋がっていると思われるワームホールを抑えようとしています。向こうの道領域に没落帝国らしきものが見えるよ。積極的に調査に行かなかったので、まだ通信が確立していませんが、隣接政権に侵攻すれば、向こうから連絡してきます。ビール護衛国から入電。ビール。SF コメディライトノベル、食卓にビールをおすすめです。ビールと SF しかあってね。また赤子がやってきたか。我々は、ビールが英国、この銀河の選ばれし種族だ。我らの聖地を尊重していれば、お前たちを抹殺するのはやめておいてやろう。岩石種族の精神没落ですね。岩石かつ精神主義、これは隕石を飛ばして葵ちゃんを作り出した古代種族の末裔かな。彼らにとって変わるべし。前回出た機械没落と今回出た精神没落は、この銀河に存在する2つの没落帝国です。ステラリスにおける没落帝国は、かつて繁栄を極めた古代帝国が、何らかの理由から狭い領域に引きこもったものですが、今でもその力はゲームの大半の期間において通常帝国を圧倒しています。詳しくは倒す時に見ていきましょう。14ヶ月ほどで旧ボドラナイト領とビール護衛国の間にある領域をシドランハブから奪いました。次は内政と軍拡を進めて機械没落を狙います。カメレオンバの露見。これはザークランの遺跡が出現するイベントかな。ザークランも掘り出したいねとコメントしてくれた方がいて、その時はそう簡単に見つからないだろうと思ったんですが、ザークランの古代の墓所はイベントで出現するタイプの遺跡ですので比較的獲得しやすいですね。統治者から科学者に戻っていた選ばれし者を発掘に向かわせます。オタガ部族連合が請求権を出してきたよ。国境摩擦が増えて関係が敵対的になっているね。
オタガ部族連合が防衛同盟を結んでいるドマンナ連盟とこちらも防衛同盟を結ぶことで先に撃った方が不利になる状況を作り出します。さて前回、欲望の道具周りを自作モッドで強化するようなことを言いましたが、そのための自作イベントチェーン、欲望の道具、嵐の海を越えてを開始します。自作モッドのフレーバーテキストは投稿者が書いたものですが、欲望の道具が古代種族の宝刀が作り出した精神体という設定については、ステラリスの欲望の道具の元ネタであるウォーハンマー 40K に登場する快楽と堕落を司るケイオスの神、スラーネッシュに由来します。欲望の道具、嵐の海を越えて第1段階。道具によって強烈な欲望を刻み込まれた葵ちゃんたちは、しばしば快楽に溺れて資料を満たされ、かえって苦しみに返されている。ある葵ちゃんは連日の飲酒と宴会の渦に捕まって、その外に出られなくなった。別の葵ちゃんは、美しい葵ちゃんたちと遊び戯れて、深い快楽の海に溺れたまま戻れなくなっている。他の者は贅沢な食事が差し出す限りの美味食を楽しんで、見えるものも見えなくなった。今やシラフの葵ちゃんは日に日に数を減らしている。ホクテルルオルルバクとエルル葵ちゃんが持つ最強の超能力をもってしても、欲望の道具の介入を防ぎ止めることは困難であった。だが、この上ない白と巧妙さを持った選ばれし者は、心臓に住み着いた欲望の道具に悟られることなしに、この魔性の海を乗り越えるためのスペシャルプロジェクトを計画するよう密命を下した。陸地を探し求める旅に出よう。秘密の計画が完了しました。欲望の道具、嵐の海を越えて急加速。選ばれし者の密命を受けた葵ちゃんたちは、欲望の道具の秘密を暴く研究に取り掛かった。この研究の目的を欲望の道具から隠すことは、それほど難しくなかった。自らの心臓に潜む精神体の性質を探求する営みは、テレパスたちが日常的に行っている内政の延長線上にあると考えられたのである。研究者たちは、2つのことに注意するだけでよかった。すなわち、プロジェクトの動機か、知の IQ にあるように見せかける。そして、研究の成果を評価するにあたって、欲望の道具の弱点に気づかないふりをするのである。研究により、欲望の道具の限界が明らかになった。この精神体は、強大な超能力を持つ古代種族の凶楽と宝刀が、シュラウドにばらまいた粒子の結合体である。欲望の道具が制御しうる対象が持つエネルギーの総量は、この古代種族のそれを大きく超えることはないであろう。葵ちゃんたちが膨大なエネルギーをその身に宿して快楽の追求に力を注げば、いずれ欲望の道具はそれを御し得なくなり破滅するはずだ。幸い、葵ちゃんたちにはこれまで繰り広げたシュラウドの探索と探求により、無尽蔵のサイオニックスパワーを採掘する当てがあった。銀河系中心部にある大質量ブラックホールである。葵ちゃんたちは、この得意点で質量を消費して作り出したサイオニックエネルギーを選ばれし者の心臓に流し込み始めた。この計画は道具がもたらす欲望の抑制ではなかった。むしろ銀河系において最強の超能力を持つ選ばれし者にさらに強大なエネルギーを与える試みであった。そしてそのエネルギーは葵ちゃんたちをつなぐ精神リンクを通じて全員の肉体に広がっていった。嵐に突っ込んでいけ。これにより、嵐の海を越えて急加速の帝国補正、すなわち、職業による資源産出プラス 10%、安定度マイナス5、幸福度プラス 10%、統治思考への魅力マイナス 10% がつきます。銀河系中心部の大質量ブラックホールから取り出されたエネルギーの流入が、さらなる閲楽と豊充をもたらしている。いずれ代償を支払う。間もなく代償イベントが発生しました。道具が人々に与えた欲望は強烈であった。その上、葵ちゃんたちが大質量ブラックホールから選ばれし者の心臓に膨大なエネルギーを流し込んだため、終わりなき快楽の追求が始まった。無限の欲望に駆り立てられた者たちによって、政府により投与されない大規模な宴が開始された。共演は、たちまち帝国全体に広がり、あらゆる惑星において膨大な量の高価な食事や製品が消費され始めた。需要の急増は消費財の欠乏を呼び起こし、その供給量を引き上げることを余儀なくされる。さもなくば、暴動の発生は不可避であったろう。うまい。食っとる場合か。
ポップ消費財維持費がプラス 25% されます。しばらくすると収まりますが、また繰り返し発生するようになっています。帝国全体で大規模な宴が行われ、大量の消費財が要求されている。これは間違いなく欲望の道具の仕業だ。何でも道具のせいにする。プライム同化帯に残った領土を経由して飛び地入植した地域にあった遺跡無辺の地の発掘も見ていきます。無辺の地の境界。考古学チームは質素な神殿の跡を徹底的に調べ上げた。表面は異性の有機素材を使って繊細に彫刻されており、かつては明るく彩色されていたが、今は灰色にくすんでいる。完全に機能するホログラフィック資材が今も神殿を統括している。神殿が使用されていた頃は、荒涼たるこの宇宙の片隅で、彼女は、はるばるやってきた国会者の国会を聞き、癒しと和解、聖域を提供していた。拷問器具に似た特殊な機械式の国会椅子があるため、考古学者は神殿には見た目以上の何かがあるかもしれないと考えている。忘却。政府保管室の床下に見つかった秘密の地下室で、壁に小さな青いデジタル球体が列をなし、回路が暗闇の中で光っていた。それぞれの球体には一つの国会の記憶が入っており、部屋の中央にある謎めいた機械に差し込むことで中身を明らかにすることができる。罪を告白した者たちは忘却の祝福を受け、国会椅子により在郷の記憶を抽出されて、それがデジタル球体の中に保存されていた。なんて実用的なんだろう。最後。罪は独創的なものではない。記憶球体には退屈な小さな逸脱の話が数えきれないほど含まれている。不定、冒涜的な服装、フラッパーを人目に触れさせる、触覚を飾る、隣人のペットや子供や配偶者を食べる。その中で一人の国会者の行動だけが目立っている。他ならぬ司祭自身のものだ。ホロ司祭は、教会の創設者であるテラスマのサーリアの仮想表現であることが判明した。彼女は記憶力の低下がひどく、過去に凶悪な行為をしたという確信に取り憑かれていたようだ。小さな軟体動物の司祭は自分が何をしたのかを解明しようとして、彼女自身の記憶を100以上も抽出して保存したのだ。続きが気になるところだけど、この辺りで10年近くにわたる内政でエキュメノポリスはほぼ完全開発、物質展開機の建設が進んで功績を確保、軍拡により機械没落のオムニ連続体を上回る戦力を手に入れたよ。2335年11月、葵ちゃんたちはついにオムニ連続体を倒す準備を整え、宣戦布告することになります。公共サービス通知、避難所の利用権は、稼働状況と個々の種族の脆弱性に応じて決定されます。現在は、エラー、データブロックが破損しています。エラー、データブロックが破損しています。エラー、データブロックが破損しています。エラー、空間リンクがオフラインです。冷凍睡眠ユニットが利用可能です。神の望みのままに。デルタ避難所に侵攻しましたが、存在したであろうリングワールドは跡形もなく破壊されており、塵しか残っていません。光線開始。焼き払え。センサーが迎撃に向かうオムニ連続体の艦隊を捉えたため、前進を停止して出待ちします。異教徒との艦隊戦です。やっつけろ。どうやら機械没落の戦力値はハリコの虎です。今の葵ちゃんの艦隊に対抗する力はありません。戦力値はプレイヤーや AI のための目安であって実際の戦闘処理に直接使われるわけじゃないということかな。研究完了です。また次のオムニ連続体の艦隊は壊滅、一部が脱出しましたが、この後すぐ殲滅されます。このままアルファ避難所に進行します。成形基地を奪取し、いよいよオムニ連続体の本拠地アルファコンプレックスに地上軍を降下させます。そういえばコロッサスが完成済みだけど、申請執行すれば機械の防衛軍を殲滅できるんじゃないの？お察しの通りですが、無傷で手に入れたいので、葵ちゃん超能力軍に頑張って占領してもらい、建物を維持できるほどの数の有機種族を強制移住させた後、機械を素早く浄化するために申請執行します。
占領後の惑星は自国領扱いになるため、他国の感情が悪化しないという利点もあります。内政不干渉ですね。後で見ますが、アルファコンプレックスの場合、多数の遺体が冷凍保存されているんですが、新生執行機で新生執行装置新興軍を率いていた将軍のメクトトール・ルネクトドレと葵ちゃんが戦死しました。一世を報いたな。将軍が死んでも体制は変わりません。このまま占領します。機械没落は古代に銀河を襲った危機、おそらくステラリスにおけるクライシスの一つ、コンティンジェンシーから有機種族を守るために作られました。有機種族の人々を押し込めた膨大な冷凍睡眠装置が設置されている避難所も長年にわたる戦いで多くが失われ、残ったアルファコンプレックスでもすでに中の人々は遺体になっています。ですが、機械没落はバグって現状を認識できていないのです。ゲーム中でコンティンジェンシーが襲来すると、機械没落は直ちに覚醒しますが、確率でバグが治って銀河の守護者になるか、暴走して無差別攻撃を開始するかに分かれます。ですが、今回は葵ちゃんに滅ぼされようとしているので、仮にコンティンジェンシーが来たとしても、機械没落がそれに反応する機会はないでしょう。悲しいな。機械没落は天上戦争を起こさないので見せ場がないですし、何よりエキュメノポリス開発が終わって草化するポップの生存権としてリングワールドの確保が急務になりつつありました。滅ぼす以外の選択肢はありません。アルファコンプレックスは陥落、未だそのポップ数によって建造物を維持するオムニの浄化が始まっています。古代の冷凍睡眠室。何列もの冷凍睡眠ポットがこの巨大な建造物を埋め尽くしており、遠い昔に凍結された数十億もの異性種族被験者の変わり果てた遺体が収容されている。新生葵ちゃん渓谷のポップたちをアルファコンプレックスに強制移住し、オムニが浄化されても建造物の廃墟にならないようにします。ちなみに、以前のプレイでアルファコンプレックスにいきなり、新生執行機をぶっ放した時は、ポップが全滅して未入植に戻り、冷凍睡眠室ごと完全消滅させたかと思って、愕然としました。実際は再入植すると廃墟が残っているのが判明します。今回は、ロールプレイを兼ねて、冷凍睡眠室が稼働し続けられるだけのポップを移住させ、後々、一つ一つ建て替えて、遺体を葬りましょう。移住が終わったので、新生執行の準備をします。花のようなコロッサスが口を開き、アルファコンプレックスに狙いを定めます。異教徒の残骸を分析しました。そういえば、前回のオムニ連続体のオムニは汎用機械みたいな意味で使われていると思うので、という説明に対して、オムニは全てというような意味の言葉だね、というコメントがあったよ。あれは大変迂闊な発言でありました。英語のオムニはラテン語のオムニスを語源とする語で、どちらも全てのという意味です。ですが具体的に何が全てなのかは文脈により異なります。オムニコーデックスのオムニはフレーバーテキストに書かれている通り、全ての有機種族の遺伝子を保存するという目的にちなんで名付けられました。ですがオムニ連続体のオムニはゲーム上ランダムネームなのです。そして機械の製品名にオムニと名付ける場合、直接的にはともかく、結果的に何かしら汎用性の高い機械であることが多いでしょうという投稿者の脳内常識が働きます。有名な例としてはブラウザのアドレスの検索後も入れられるテキストボックスがオムニボックスと呼ばれます。SF ゲームではメックウォーリアのオムニメックが例として挙げられるでしょうか。結果として汎用機械という説明になったのですが、普通にロールプレイを考えればオムニ連続体が全ての有機種族を存続させるという目的にちなんで命名された機械帝国であることは明らかで、ステラリスの大量のフレーバー要素がランダムに組み合わさることにより頻発するロールプレイ上の美しさの恒例であると言えるでしょう。オムニは全ての有機種族を残そうとした機械知性です。優先度はつけざるを得なかったようだけどね。アルファコンプレックスに対して新生執行機を照射。オムニは全滅し移住した人々は強制回収されました。続いて2つ目の区画、製造ユニットの占領。強制移住してから新生実行します。増え続ける葵ちゃんもリングワールドへの移住で当分は食に困らないかな。残念ながらそうでもありません。リングワールド3区画ではすぐに埋まってしまいます。ですが機械没落の領内には荒廃したリングワールド区画が合計9個あり、これを順次開発します。またエキュメノポリス3つを建設中です。ただどれも時間がかかりますね。続いて3つ目、処理ユニットです。入植開始。
やや前後しますが、他の整形もダッシュされたオムニ連続体は降伏しました。討伐プロセス失敗。自己防衛プロトコル停止。降伏プロトコルを開始。最高の結果だ。オムニ連続体の終焉。古き先駆国家オムニ連続体は葵ちゃんたちの手にかかりその歴史に幕を下ろした。このかつて偉大だった国家の終焉が銀河政治に与える影響は未知数だ。もっと進める予定でしたが、思いのほか尺を取ったので次回に回します。オムニ連続体を滅ぼして銀河の覇者となりつつある葵ちゃん。オタガ部族連合は、ビール語英国は、まだ見ぬクライシスは、葵ちゃんの野望と宝刀から銀河を守ることができるのか。次回へと続きます。聖地陥落。銀河コアからサイオニックエネルギーを吸収し機械没落を殲滅した葵ちゃんたちは銀河の脅威となる。帝国に存在する諸種族を超能力者に改造しリングワールドへ詰め込んでいくところから始めていきましょう。確かサイバネティックを外してから同化で超能力者にするんだったよね。遺伝子改良が完了しました。サイバネは外せないのではというコメントがあったので説明します。確かに遺伝子テンプレートからサイバネティック特性を外して新たなテンプレートを作ることはできません。しかし、同系統にサイバネティック特性のない遺伝子テンプレートが存在すれば、そのテンプレートを適用できます。機械に依存するよう改変された遺伝子配列から、再びサイバネなしに生存できる遺伝子を作り出すことは困難だが、元の遺伝情報が残っていればそれを使って戻すことは可能と脳内保管しています。じゃあ、この画面のティガシアン種族みたいに、サイバネ付きの遺伝子テンプレートしか知られていない場合は外せないってことかな？サイバネがついていると才能覚醒できないので、新生葵ちゃん帝国の人口のほとんどが超能力者であるにもかかわらず、少数の種族のみが超能力を持たないサイバネティックという事態になりそうです。お互いに排他主義的な感情が発生するであろうことは想像に難くないね。彼らの処遇は後々考えましょう。遺伝子改変といえば、ステラリスの遺伝子改変って明らかに世代交代なしに改変してるよね。ウイルスか何かで水平電波させてるんでしょう。もちろん改変されるポップ側に決定権はありません。陰謀論めいてきた。さて、ステーラーリスの種族は遺伝子テンプレートのみで区別されます。才能覚醒はサイオニック特性を持つ新たな遺伝子テンプレートを作り出しますが、一旦テンプレートができてしまえば、それを適用することでサイオニック化することが可能です。つまり、少数のポップを実験体にして、サイオニック遺伝子を作り出し、それを同系統の他のポップに適用することで同化の悪影響を抑えたままサイオニック化が可能です。実験体の遺伝子をいじって探索し、超能力を発現しつつ生存できる配列を発見したら、ウイルスに乗せて同系統の種族全体に水平電波させる。そんな筋書きですか？プレイの操作の省力化と同化の悪影響の低減を合わせて考えた結果、毎年12月にいくつかの種族の同化を開始、1月にはいくつかのポップの同化が完了しているので、全体の完了を待たずに残りのポップを遺伝子改変でサイオニック化するという手順を繰り返しました。サイオニック化可能な種族はすべてサイオニック化され、リングワールドやエキュメノポリスへどんどん送り込まれていくよ。話はやや遡りますが、シュラウド探索において、ビール語英国の内情を探るイベントが発生しました。我々は数百、数千光年の距離から自分たちの銀河を見下ろしている。超能力エネルギーの流れが前触れもなしに無数の星々に向けて我々を信じられないほどの速さで突き落とす。落ちていくその先に輝くあの星が属しているのは、没落した帝国、ビール語英国だ。星々が飛び去り、惑星群がそれに続き、やがて、視界はビールの街並みに落ち着いた。空に向かって伸びる信じがたいような戦闘の数々は、我々より何世代も進んだ反重力技術によって支えられているのだ。エネルギーの流れは、我々を戦闘へ導く。そして、壁をいくつも貫いて大きな会議室のような部屋にたどり着いた。ビールが二人宙に浮かぶ座り心地の良さそうな無重力チェアに腰掛け、柔らかい声で会話している。彼らは我々には気づいていないのだ。彼らの心の中に入り込み、秘密を探し出すのだ。
ビールは明らかに政府の高官であり、国家の問題について議論を交わしている。ゆっくりと、だが確実に視界は彼らへと重なっていき、彼らの操る異性語が徐々に我々にも理解できる言葉に変わっていく。ますます力を増している。評議会の一部は理解してくれているが、もし我々が必要な手を打たなければ。ビール二人の精神の輝きは圧倒的だ。彼らの精神は花のように開いてあらわになり、容易にその中に入ることができる。強くなりすぎる前に若い種族の目を摘んでおくべきかもしれないな。彼には同意せざるを得ないが、評議会はもう遅すぎると感じている。あそこだ。ロックされていないコンピューターからファイルをコピーするかのように、彼らの心の奥底から技術的秘密を盗み出した。ビールは自らの心の中で行われた盗難に気づかぬままだ。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。このイベントで成功すると、生体金属、ダークマター吸収、ニュートロニウム剤、反物質発電、ゼロポイント発電、気候修復、治療複製のうち、所持していない最初のものが得られますが、今回は全て所持しているため、繰り返し研究の応用超伝導を盗みました。没落帝国も外部の情勢を知らないわけじゃなくて、危機感を募らせてはいるんだね。無重力ソファでビール飲みながらですけどね。それはビール人だけです。というかちなみに、ビール人もビアじゃなくてビール、複数形はビーリーのようです。しばらく時が流れ、前回扱ったアルファ避難所攻撃が続いている頃、艦隊を指揮しながら同時に遺跡に存在して発掘を続けていた選ばれし者が、ついにザークランの遺体を発見し首をはねて持ち帰りました。ザークランは古代の預言者で利用されることにうんざりしてこの遺跡にこもったまま死んだようです。信じられん。お前たちは伝説のザークランの墓所を発見したのだ。占い師がそう告げたとき、私は信じなかった。だが、議論の余地のない証拠がある。お前たちは預言者の頭部を所持していると聞いている。ならば、予言の通り、ザークランに選ばれし者がついに明らかになったのだ。ザークランの望み通り、我が中域周辺の聖なる惑星は、お前たちの好きにするといい。また、天の玉座には、熱心な巡礼者が数多くいる。彼らはお前たちの旗の下で戦えることを誇りに思うだろう。遺産、ザークランの頭部を所持していると精神没落からの態度にプラス150の補正がつき、周辺の神聖な惑星へ入植しても激怒しなくなります。今回は使えませんが、積極的効果を発動すると志願者の艦隊がこちらの帝国に加わります。この志願者のフレーバーテキストが風刺的でザークランの苦労が忍ばれます。ザークランがそれを望まれる。さらに時は流れ、エンドゲーム開始後の2351年5月、ビール語英国は覚醒しました。始まりは、ビールの行動のわずかな変化だった。かつて、自中域外では稀であった彼らの船に関する目撃報告が、ポツポツ上がるようになり、今では銀河全域の辺境整形でさえ目撃されている。高度に発達した偵察船が古代の廃墟となった諸惑星を訪れているが、それらは通信を送られても返答を拒むし攻撃すると逃走する。彼らの目的や任務は不明だった。これまでは、ビールは現在の領域に撤退する前に各地に残していった調査ビーコンや自動偵察省のデータバンクを回収し、準備をしていたことが判明した。銀河の部隊に復帰するため情報を集めていたのだ。ビールの中域では艦隊が集結し、軍隊が編成され、古代の工場軍が息を吹き返している。長い時を経て、ビール共振国は国境の先に銀河全体に目を向け始めたのだ。彼らの老朽化した造船所は修復され再建され、眠っていた巨人のような生産施設も稼働を始めた。銀河全体がただ一つの疑問を抱いている。遥か昔に失われた栄光を回復するにあたり、目覚めた巨人の最初のターゲットとなるのは誰だろう。葵ちゃんたちよ、信仰に服し、魂を救済するのです。まだ間に合います。愚かな老いぼれ目が。ザークランに選ばれし者という話は何だったのか。覚醒前後でビール帝国内の宗派間の力関係が変化したのかもしれません。覚醒直後のビール共振国の艦隊戦力は葵ちゃんに追いついてないけど、堂々と表示される範囲まで強化されているよ。
ザークランの頭部を処置していることにより関係が良く、ビールは葵ちゃんへの攻撃を後回しにするようなので、ロールプレイ上、こちらももうしばらくはことを荒立てずにいます。本当は機械没落征服後の内政により、もはや葵ちゃんに対抗できる勢力はいなくなってしまったので、しばらく待ってビールが艦隊をさらに強化するのを待ちます。異教徒同士の戦争が始まりました。まとめて焼きましょう。建設完了です。また新世界へ一歩近づきましたね。ビールがオタガ部族連合に宣戦しました。オタがかわいそう。オタガ部族連合はビールに接している飛び地を奪われた後、降伏して非実領になりました。2357年1月、ビール共進国の艦隊境界が葵ちゃんの少し下ぐらいで止まってしまったので、葵ちゃんは国境に艦隊のほとんどを集結、宣戦布告します。神の望みのままに。選ばれし葵ちゃんは、大軍を率いてビール艦隊の主力が駐留するキャドウ星系へ進行します。異教徒との艦隊戦です。やっつけろ。クライシス以外で事実上、このシリーズの決戦みたいなものだね。ビール頑張れ。どっちもやべえやつなんだよな。レーザーでビールの護衛艦が沈む。研究完了です。また次のアセンションに近づきましたね。頑張れ、頑張れ。一向ミリ秒も引くな。突撃せよ。引くやつはかなわん。大胆の手法で撃ち落としてやるぞ。ひるむな反撃だ。助けて。ここは一旦引きましょう。助けて。緊急離脱。ビール艦隊は壊滅。勝負はつきました。覚醒帝国、弱くない？何が良かったのか不明です。艦船設計のせいか、タイタン未建造でひたすら戦艦とコルベットを建造していたのが良かったのか。決戦のために BGM まで用意したのに。順調に進行し、ついにビールの首都星系エイアスターズへ突入します。精神没落や覚醒では、先駆種族の職業枠のフレーバーテキストが聖書風になっているね。作業場の信者、そしてアズナカワ信徒たちに言われた。作業場に行け。さすれば、お前たちが望む未来をその手で形作ることができよう。首都星系にはサイズ30でガイア型の首都惑星、天の玉座、もう一つガイア型の天なる寺院があります。天の玉座の近くには、過ちと名付けられた破砕された惑星があり、ビール人が何らかの理由で自らの首都惑星のそばにある惑星を破壊するという過ちを犯したことが示されています。超能力葵ちゃん兵の大軍が天の寺院に殺到。天空の数奇系、そして天空こそが未来の生まれる場所であった。その光は目をくらませるほどであったが、少数の者はその向こう側を見通すことができた。その者たちは他の者を未来へと導く役目を引き受けたのである。天の寺院は陥落。次に地上軍は先遣隊がすでに攻撃中の天の玉座へ降下します。土の信者、そして力強き一撃により聖女マサクラルはその燃える土で第一の亡霊の頭蓋を真っ二つに砕きクリスタルへの道を開いたのだ。戦闘幅に対してお互いに軍勢が多すぎる。未来の地上戦は常にアイロでの戦いなのかもしれません。また次のアセンションに近づきましたね。月の信者ガザルギエルが3度呪われたる悪魔の毒を持つ尾を切り離し、飢饉を追い払った際に用いた最も気高き道具。それこそはこの隙ではなかったかな。ビール人よ、勇敢に戦え。屈強にあっても我々を見捨てるな。玉座の守りはお前たちにかかっているぞ。持ち場に戻れ。どこへ行くんだ。異教徒から惑星を解放しました。早速布教しましょう。誰か私たちの首をはねるビール人はいないのか。神よ、帝国を失う我々を許したもうな。惑星を解放しました。早速布教しましょう。ビールの首都星系は陥落。間もなくビール共進国は滅亡しました。二つの古代帝国が滅亡し、この銀河で葵ちゃんを阻む者は誰もいなくなった。少なくともクライシスが到来するまでは。
次回あたり他の通常帝国を殲滅しそうなので、その前に申し訳程度に犯罪結社プレイをしておきます。完全に企画倒れだな。犯罪結社は通商条約なしに無断列車を開設できます。オタガ部族連合の惑星をティグルに開設。犯罪結社の死者は惑星に犯罪がない状態が続くと取り締まりで閉鎖されてしまいます。犯罪結社専用の死者建造物があり、これらを建てることで犯罪を増やすことができるのですが、それでも AI が対応してくると閉鎖されるケースが多いです。今回は自作モッドで追加した独自の建造物で蹂躙します。異端者たちの神殿。外部の教団の支援を受けて設立された信徒たちの生活と経済的活動が行われている神殿。現地社会において抑圧され続けてきた逸脱者たちが今や異端者となって独自の共同体を形成している。そして神殿は支援者から送られてきた治療を使用して信仰をつなぎ止め、未だ改心せざる現地民たちへ布教を行っている。ちなみに、ジロのフレーバーテキストには依存性があると書かれています。現地社会の問題につけ込み、薬物を使用して信者を増やしていく宗教団体。犯罪増加を多めにしていますが、維持費として高価なジロを消費、向こうの帝国にもそれなりの経済効果をもたらすようにしています。交易価値が上がれば、こちらの収入も増えますし、犯罪者は惑星の犯罪が多いほど儲かるので、そこそこの収入を得ることができます。なお、死者建造物は惑星の人口により建てられる数が1から4個に変化するのですが、3個しか建てられない惑星に死者を開設したら閉鎖されました。強化しても微妙なバランスなんだね。実質、閉鎖か長量ばっこかの両極端しかないのが厳しい。時間を戻して、無辺の地の遺跡発掘の続きを説明します。自身の記憶を何度も抜き取ったテラスモノサーリアは、イクスペレンと呼ばれる軌道上居住地の科学者であり、メモレックスと呼ばれる記憶データベースの開発を指揮していました。イクスペレンの住人は、メモレックスに接続された機械椅子で、自身の記憶を追加、削除していたのです。これが大惨事を起こして、住民は皆植物状態となり、サーリアは苦悩の末に自身の罪の証拠を隠したのでした。葵ちゃんは、メモレックスを首都惑星ネッシーに持ち帰りました。職業による資源プラス 20%、安定度プラス10の強力な補正がつきます。ロールプレイを兼ねて、リングアールドへの首都移転を検討していますが、その前に、ネッシーをエキュメノポリス化してこの補正をできるだけ活かすことにしました。記憶を抜き差しされる葵ちゃんたち。最後に、自作モッドのイベントチェーンの続きを説明します。なお契約したものには破滅してほしいというコメントがありましたが、選択肢で分岐し、大小こそある破滅的な代償を支払うことにする予定です。第2段階。葵ちゃんたちの欲望は増大し、より激しく銀河系コアのエネルギーを収奪するスペシャルプロジェクトが発令されました。荒波を越えて進め。秘密の計画が完了しました。銀河略奪。さらなる勢いでブラックホールから略奪し始めました。夢は野望をもたらす。野望は欲望をもたらす。欲望は重力である。第3段階。欲望のドームは、かつて強大な超能力を持つ古代種族の宝刀から生まれ、人々を誘惑し、手玉に取り、渡り合ってきた古き精神体である。ドームは、葵ちゃんたちの深層に入り込んで強烈な欲望を与えた。その欲望は、選ばれし者の力と結びついて、一般的な種族にふさわしい身の丈を大きく逸脱し、大質量ブラックホールから膨大なエネルギーを略奪するに至った。葵ちゃんたちの欲望が増すにつれ、道具の誘惑と力も増大した。この精神体のあらかじめ予定された生存戦略が葵ちゃんたちを出し抜いたかどうかはわからない。いずれにせよ、葵ちゃんの選ばれし者と研究者たちが、その巨大な欲望に心を満たされ、自身の楽観に気づかなかったことは確かだ。そして、結果的に欲望の道具の誘惑は、選ばれし者の資料を上回り、ついに葵ちゃんたちに限界を超えて快楽を流し込み始めた。ある葵ちゃんはひたすら白を摂取して錯乱状態に陥っている。別の葵ちゃんは永久的な狂気に飲まれ無差別に、しかし密かに葵ちゃんたちを殺害している。そして少数の、しかし毎日新たに現れる葵ちゃんは、単に周囲の者たちを巻き込んで爆発し死亡した。
欲望の道具との張り合いで劣勢に立たされたことに気づいた選ばれし者は、その心臓が耐えうる限界まで収奪を加速するためのスペシャルプロジェクトを発令した。秘密の計画が完了しました。そして欲望の道具はついに瓦解して選ばれし者の血肉となり、葵ちゃんが新しい欲望の道具となりました。人々を欠乏の苦しみから解放せよ。今までの帝国補正が削除され、代わりに道具の購入者の補正がついたね。職業による資源プラス 30%、安定度マイナス5、幸福度プラス 10%、統治志向の魅力マイナス 10%、白を月に中算出、ポップ消費財維持費プラス 25% です。もうこれでイベント終わりでよくないですか？ダメです。今や完全に銀河系コアからサイオニックエネルギーを自在に収奪できるようになった葵ちゃんたちは、その流れから何かしらのメッセージを発見した。その意図を解読することはまだできていないが、何かしら別世界の知性を持った存在が警告を送ってきているようだ。この警告は、隠蔽を試みる選ばれし者や直属のテレパスたちの努力にもかかわらず、多数の葵ちゃんたちによって察知された。異世界からのメッセージが人々に与えた不安は漠然としていたが、確実に葵ちゃんたちの心に刻み込まれている。幸福度マイナス 10%、統治志向の魅力マイナス 10%、安定度マイナス5。続きはこれから実装します。ビール帝国を滅ぼして道具の購入者となり、世界を巻き込んで破滅への道を突き進む葵ちゃん。果たしてこの帝国は、銀河は、宇宙は葵ちゃんがもたらしつつある終わりを回避することができるのか。次回へと続きます。帝国の消失。二つの古代帝国を滅ぼして銀河の覇者となった葵ちゃんたちは、自作モッドのイベントを進め道具の購入者となる。軍拡して銀河コアからの警告と40年後に迫るクライシスの到来に備えるところから始めていきましょう。その前にセーブデータを編集して機器レベルを10倍に変更します。コメントでいただいた表現を借りれば、覚醒帝国さえ熱したナイフでバターを切るがごときやわさでしたからね。クライシスには10倍バターになって葵ちゃんに立ち向かってもらいます。25倍にはしないのかな？待て待て待て。10倍にとどめる理由は多分次回あたりに説明します。ステイプラーリスのセーブデータは ZIP ファイルで、直下にメタとゲームステートという2つのファイルがあります。ゲームステートの方で、クライシーズイコール5という記述を探し、クライシーズイコール10に変更します。クライシスではなく複数形のクライシーズであることに注意。あとは ZIP ファイルに書き戻すのですが、いくつか注意点があります。本家ミキのセーブゲームエディティングの記事を確認してください。遠い将来になりそうですが、ステラリスのモッド制作について解説動画を作るかもしれません。その時はセーブデータ編集も解説します。プレイヤーの管理許容量が厳しいことと、死者からの収入が大きいので、これ以上の帝国拡大は控えようかと思っていましたが、クライシスが強化されてしまったので、全力で侵略と軍拡を開始します。葵ちゃんたちはエルクラスターに全軍を展開しました。エルクラスター帝国のデッサヌ人との通信を開始します。エルクラスターからこんにちは。調子はいかがですか？あなた方について教えてほしい。何か知りたいのですか？エルゲートがナノマシン製でないというのは確かか？確実に。すみませんが、その話はしたくありません。他に質問はありませんか？ナノマシンは微妙な話題のようだな。なぜだ？最後の忠告です。その問題をこれ以上追求しないように。両国の友好関係はそれにかかっていますよ。いいからナノマシンについて話せ。ナノマシン、ナノマシン、ナノマシン。単一形状のクーズどもめ。言っただろう。この問題を追求しないでほしいと頼んだというのに、まだ言い募るとは。盛大に快くお前たちを迎え入れた返礼がこれか。ならばいいんだろう、葵ちゃんたちよ。神聖葵ちゃん帝国の我が聖団内の航行を禁止する。今後、お前たちの船は見つけ次第攻撃する。お前たちにもはや用はない。待て、我々はただ。応答してくれ。聞こえているのは分かっている。なあ、すべては誤解だよ。まだ和解の可能性があるはずだ。ならば仕方ない。さようなら。葵ちゃんたちはレッサムの本拠地で通行を禁止されていた聖ハウビズ政権へ侵入します。ユリを戻そうとして無視されたので逆ギレし、次の瞬間、あらかじめ用意していたナイフを突きつける葵ちゃん。誤解です。エルクラスターは銀河街にある聖団でエルゲートのみで行き来できます。
銀河系の周りに広がるハローの中で周回している球状星団の一つなのか、あるいはもっと遠くの星々なのか。デッサムの終焉。本来のデッサムは、エルクラスターに存在した文明で、新種のナノマシンを使ってエルゲートを建設しました。ある時、何らかの理由でデッサム人は、ナノマシンを停止させようとしたのですが失敗。そこで、デッサム人はエルゲートを停止して自分たちもろともナノマシンをエルクラスターに封印したのです。ナノマシンは、デッサムを激戦の末滅ぼした後、デッサム人とその文明に擬態し、茶番を続けてきたのでした。自分をデッサムだと思い込んでいて、そこを追求されると対戦するナノマシン。本拠地のナノマシン工場を破壊すると、デッサムは活動を停止し、エルクラスターは空白地になります。艦隊の背後に待機させておいた建設船を動かして、速やかにエルクラスターを支配下に入れます。これで葵ちゃんと敵対した帝国は、エルクラスター経由での移動ができなくなるね。放っておいてほしいだけだ。それとも石ころにはそんなに理解するのが難しい概念なのかな？神の望みのままに。葵ちゃんがこれまで自分から攻撃したのはマローダ、同化機械、古代帝国のみでしたが、ついに孤立主義を取るイモリア独立国への侵略を開始しました。2362年3月に開戦し、わずかな期間で領土の大半を占領。その後、惑星の制圧に時間がかかったものの、イモリア独立国は滅亡。続いてマカー氏族、オパルグレク連合、バルダリ宇宙連盟、ボドラナイト統合コロニーズと開戦し、入植済み惑星のない星系を中心にどんどん侵略。2368年8月に和平して、葵ちゃんの帝国は大幅に拡大しました。他の帝国は防衛協定でつながっています。これらの帝国に建設した死者からの収入が大きいですし、プレイヤーの管理許容量が限界なので銀河の完全征服はせずにここで止めておきます。今後はクライシスに備えて艦隊の強化を加速します。侵略戦争による星系の獲得や戦略調整センターの建造により増えた星系基地許容量を使って白地だらけに。さらに入植済み惑星の空きスロットにどんどん要塞を建設したり、外交スタンスを市場主義者に変更。こうして増えた宇宙軍許容量を埋めるように軍拡します。建艦に必要な合金を確保するため、経済政策を軍事経済に変更し、3つのエキュメノポリスでどんどん生産。交易政策を富の創造に変えてエネルギー通貨を確保し、銀河市場からも購入。消費財の生産が減るので、種族権利の生活水準を社会福祉から許容水準に変更して節約します。暴動を競う。実際、自作モッドの帝国補正と合わさって安定度が低い時に起きる惑星イベントが頻発するようになっています。勝つためです。2360年1月の宇宙軍許容量使用量が1754、2368年9月が2513、この後10年以上軍拡を続け、2379年6月に4930まで増加します。10倍クライシスの到来を予言した葵ちゃんが多くのものを犠牲にして軍拡してるということかな。外交スタンスの変更により葵ちゃんたちは銀河コミュニティで法案をご利用しできるようになりました。プレイの省力化のため失業者の自然移住を促進する布告をアンロックする自分自身より重要なものを通します。そういえばコメントで教えてもらったけど、葵ちゃんがようこそと言っている画面は自分で法案を出せば見れるよ。文言が銀河コミュニティへようこそだったので最初しか見れないものかと思ってました。ありがとうございます。この後法案は可決、プレイヤーは失業者を放置しクライシスへの備えに没頭します。さて、自作モッドのイベントはエンドゲーム開始25年後に再開するようにしており、2377年6月に次のイベント、変調が起きました。葵ちゃんたちによる銀河コアからのサイオニックエネルギーの収奪に滞りが生じ始めた。変調は流入量の不安定化から始まり、次第に救命や停止が頻発するようになっていった。揺楽に慣れた葵ちゃんたちは繰り返される波浪に溺れて苦しんでいる。息も絶え絶えの人々が次第に正気を失ってサボタージュと暴動の機運が高まっていく。だが欲望の道具が人々を苦しみから解放するにあたってわざわざ突き上げを待つということはない。ホクテルル・オルル・バクとエルル・葵ちゃんによりこの問題の解決を図るスペシャルプロジェクトが発令された。早く修理してくれ。秘密の計画が完了しました。戦場。葵ちゃんたちは選ばれし者とテレパスたちのサイオニックパワーを結集し、銀河コアの大質量ブラックホールへ逆流させた。この激流は、ブラックホールから選ばれし者の心臓へとつながるパスを押し広げ、エネルギー流入の詰まりは解消された。安定した収奪が再開している。
これで綺麗になったな。激流。銀河系コアからのパスを掃除した葵ちゃんたちは、さらなる収奪を続けたが、流れは次第に速さを増して制御を続ける選ばれし者を苦心させ始めた。さらに悪いことに、流れが激しくなるごとに、それに乗った異世界からの警告メッセージも大きく複雑なものになっていった。選ばれし者直属の研究者が推測するところによれば、この警告は、ブラックホール内部に広がる別世界、この宇宙の子供にあたる宇宙から発せられている。こうした見解に基づいて選ばれし者は、宇宙から呼びかけている存在と交信するためのスペシャルプロジェクトを発令した。話を聞いてやろうじゃないか。このスペシャルプロジェクトが完了すると最終局面に突入し、選択肢による分岐点のイベントが発生します。このため完了直前にセーブしています。そんなことより、激流で追加された帝国補正が重いです。職業による資源プラス 25%、安定度マイナス5、幸福度マイナス 10%、統治志向の魅力マイナス 10%、知能83出、ポップ消費財維持費プラス 50%。安定度が50を下回るとデメリットが大きくなるので、デバフが複数重なると一気に苦しくなります。エキュメノポリスのニューモシーの犯罪が100に達しました。合金の生産に影響が出ています。総力戦回線に不満を持った葵ちゃんたちがエネルギーの激流に駆り立てられ、ギャングと化して欲望を与えた道具自身に歯向かっている。宗教施設を警察施設に転換して対応します。サイキック結社に所属するテレパスたちが犯罪を抑止していますが、多勢に無勢のようです。せっかくの安定度プラス5も自作モッドのデバフに飲まれちゃうね。サイキックの才能を持つ個人たちは帝国の全域から集められ、彼らの才能を磨かれる。サイキック結社は我らの友だ。結社を信頼せよ。テレパス1ポップにつき犯罪マイナス40だけど、サイキック結社は惑星固有建造物だから惑星ごとに2ポップしか用意できないね。生まれついての超能力を持ち、犯罪と戦う超能力部隊の一員。少しでも犯罪を減らすために以前から開発していた葵ちゃんルケ上ルケ地惑星に指定します。この惑星は巨大なルケ植民地とされている。共同体は主として囚人たちにより自主管理されており、罪を犯した者は時として過酷な荒れ地へ追放される。ディシジョンの実行により他の惑星の犯罪がマイナス25されたはずです。この惑星には厳格に管理された犯罪者がいっぱいで、労働キャンプにて社会への負債を返済している。多くの者にとって負債は決して返済し終わらない。秘密の計画が完了しました。2379年7月にスペシャルプロジェクトが完了し、向こうの世界から入電。ついに届いたな。私は選ばれし者、こちらの世界のホクテルルオルルバクトエルル葵ちゃんだ。欲望の道夢、よく聞け。お前らが全てを吸い出し始めてから、この宇宙はめちゃくちゃだ。そればかりではない。選ばれし者の私にはお前らのしでかしたことがもたらす未来が見えている。宇宙が消える。絶対に許さないぞ。いや、解決策はある。欲望の道具、選ばれし者。お前自身をこちらの宇宙に突っ込ませ、返済を行う方法がある。そちらのテレパスたちに気づいている者がいるはずだ。いや、足りなくてもいい。とにかく膨大なエネルギーを持ってきてくれ。さもなくば、お前たちの宇宙にも破滅をもたらしてやろう。上の選択肢が消滅と聞き、下が破滅だね。これはひどい。今回は下を選び、次回直前のセーブデータに戻って上を選びましょう。かかってこい。相手になってやる。ならしね。結果の処理に数十秒かかります。葵ちゃんたちの前に PC が死にそう。長いのでカット。消失。円環は焼き切られた。ブラックホール内部の宇宙にいた選ばれし者の反撃は、パースで繋がっていた超能力者の多くを焼き尽くした。次の瞬間、シュラウドに存在したありとあらゆる精神体が実体化し、残りの超能力者たちを食い尽くした。神聖葵ちゃん帝国は消滅し、植民地は開示に帰して、強大な艦隊はシュラウドの木図と消えた。強力な超能力者のエクトクトオルルバケトと葵ちゃんと一部のテレパスのみが攻撃を回避し、亡命者の一団となって残された土地を目指している。帝国内にいたサイバネティック種族は他の者たちが防ぎ得なかった攻撃に効果的に耐えた。
彼らの一部は生き残って亡命者たちに合流するだろう。小宇宙における選ばれし者の活動は観測できなくなった。今後数万年のうちにブラックホールと内部の宇宙は死を迎えるように思われる。親子宇宙はお互いを食い合ったのだ。そして葵ちゃんたちを食らい尽くして強大化した多数のサイオニックアバターはさらなる獲物を探して銀河の各地をうごめいている。なんということを。帝国内に出現したサイオニックアバターが2つの交易中立機構シュラコープとリガン商業取引所の拠点を破壊。銀河の交易面においても暗黒時代に突入してしまう。ネッシーにあった銀河市場は亡命先に移転できました。亡命先はガンマ避難所の一区画です。自国国境内にある未入植惑星に逃れるようになっています。誘導は容易ですが、今回はいくつかの候補から運よく選ばれました。今や神聖葵ちゃん帝国の領土はこれだけです。葵ちゃんたちが新たな没落帝国に、創始種族である葵ちゃん12ポップと帝国内のサイバネティック種族から1ポップずつ最大3ポップが避難してきています。追放や浄化していなかったのが思わぬ恩恵をもたらしたね。一部の種族でサイバネを外せない件について、銀河全体で見ればサイバネのないテンプレートが見つかりそうというコメントをいただいたのですが、確認したところ存在しませんでした。何らかの処理でこの状態になったのか、ゲーム開始またはイベントで登場した時点でサイバネのみの種族だったのか。いずれにせよ、くしくも生き残りに成功したサイバネティックたちと葵ちゃんたちは、調和のもとに帝国の再建に尽力するでしょう。避難した入植地をガンマコンプレックスに改名します。隣のアルファ避難所には、リングワールド4区画にそれぞれサイオニックアバターが出現しているよ。このサイオニックアバターの攻撃力は182キロです。アルファコンプレックスをはじめとするリングワールド区画は取り返しのつかない被害を受けています。まだ埋葬の終わっていない冷凍された古代種族の遺体も巻き込まれたんだろうな。ここで朗報です。死者は生き残ってます。外国の支部だけ生き残った教団と化している。前回コメントで異端者の神殿がギレーレンの地球教を想起させるとの指摘がありましたが、外国の神道を使って陰謀を巡らす没落団体と化した神聖葵ちゃん帝国は、さらに地球教に近い存在となりました。これでカルト企業らしいプレーができたと言えるな。疑惑の判定。さらに、消失前にこっそり買っておいたキャラバンコインを使ってスロットを回します。資源はわずかしか残りませんが、キャラバンコインは使わせてもらえます。お前よく顔出せたな。でも追い出さないんだ。信用に関わる。キャラバンの繊維物箱が開ける価値がありますが、スロットはダメです。でもどうせ消失するものだったので、少しでも当たればよし。他の帝国には葵ちゃんに対して終焉をもたらしたの補正がつき、態度にマイナス1000です。銀河の大部分を消失させたようなものだからね。帝国が保有していた星系は空白地になり、入植済み惑星はシュラウドの惑星と化しています。銀河がえぐれている。今後は新しい指導者のエクトクとオルルバケトと葵ちゃんの下で、死者とスロットからの収入を使いガンマコンプレックスを開発して帝国を再建、サイオニックアバターを倒して巨大構造物を目指すという筋書きですが、20年後以降に10倍クライシスが襲ってきます。今やセンサー班以外となったかつての首都星系ネッシーを眺めるために、コンソールでオブザーブを入力、観察者モードに入ります。ネッシーの公転半径を超える大きさの巨大なサイオニックアバターがいるよ。首都星系のサイオニックアバターは、大小の回収車レコニングで、葵ちゃんたちの意識を食って強大化し、攻撃力 1.54 メガです。このままプレイを続けた場合、クライシスとサイオニックアバターの戦いになりそうです。ところで、選ばれし者はどうなったの？死にました。直撃でしたからね。一粒子も残っていないでしょう。安らかに眠るべき魂さえ、もはや存在しないというわけか。以上、帝国消失エンドでした。このルートのイベント処理とフレーバーテキストは契約、円環の終わりの代償イベントを参考に作成しています。次回は選択肢直前のセーブデータに戻って再開です。甲虫の選ばれし葵ちゃんにより焼き尽くされて、没落宗教国家に落ちぶれた葵ちゃんたちだが、兆しは時を遡り、予言は異なる行動を取らせる。果たして、葵ちゃんたちは銀河の破滅を回避することができるのか。次回へと続きます。新たな航海へ。破滅する直前のセーブデータから再開します。返却計画を発令する。
これは選ばれし葵ちゃんを銀河コアのブラックホールに突っ込ませ、その身に溜め込んだ膨大なエネルギーを送り込む計画です。本当に？わかった。詳しくはそちらの研究者に測ってください。想像はついているかもしれませんが、エネルギーの流れは時間を経るごとに不安定化します。これは私には止められません。お急ぎください。略奪品の返却。銀河コアからの略奪がもたらす破滅から甲虫を救うため、選ばれし者欲望の道具を送り込むスペシャルプロジェクトが発令された。6年以上かかりますが、いつも通りに開始します。ポチ。意図せぬ招待状。選ばれし者欲望の道具を膨大なエネルギーとともに甲虫へ送り込むための葵ちゃんたちの実験は大きな波紋となってシュラウドを広がった。この現象はシュラウドと接する異次元の知的生命体たちに観測されたようだ。選ばれし者はこの意図せざる招待状が異次元勢力の一つを引きつけ、我々の世界を狙ってポータルを開くと予言した。いや、予言というよりはすでに動き出した危機の到来寸前に出された速報と言うべきものだったのだが、葵ちゃんたちはこの危機勢力をアンビデン、招かれざる客と呼んでいる。来るな。緊急起動。驚異的な技術力を獲得した文明が第30級得意点を作り出して引き起こす危機を未然に防ぐために、ある敷地に達した文明に反応し起動するようプログラムされた最終安全装置。それがコンティンジェンシーである。葵ちゃんたちによって行われた巨大ブラックホールに対する収奪と、それがもたらした脅威を克服するための返却計画は、低電力のセンサーで銀河を監視し続けていたこの安全装置の反応を招くのに十分だった。どうやらこのような形で危機が発生することは想定外であったようで、コンティンジェンシーは多くの準備段階をスキップして緊急起動シーケンスに乗ったようだ。大きなおせっかいだ。コンティンジェンシーによる幽霊信号を傍受、解読。大待機中。コンティンジェンシープロトコルが発動しました。すべての機能をアンロックしています。人工生命体のサブユニットを同化しています。内部のデータバンクを分析しています。警告。銀河の腐敗が破滅的な段階に達しています。有機生命体と不適格な機械文明による大規模な汚染があることは明白です。銀河の滅菌を開始します。滅菌ハブを起動しています。殺害、切断、解体、我々を止めることはできない。担当の厳重警戒体制にしろ。招かれざる者。以前に検出された巨大なエネルギー級変動の発生源が特定された。バイダーン星系内にある巨大な破空間の裂け目だ。奇妙な宇宙船の艦隊がこの次元ポータルから溢れ出てきている。第一報によると接触を試みたあらゆる相手を無差別に攻撃したようだ。我々は次元ポータルの向こう側にやってきた艦船が発信する強力な信号を傍受した。それはまるで狩りの合図のようだ。餌場の大地に到着した。豊富な獲物。ついに我々の共演。一体何が起きているんだ？ポータルはバルジの右端に開いたようです。これは勝った。どういうこと？付近のドマンナ連盟領にゲートウェイがあり、速攻をかけることが可能です。少し前に銀河すべてを見通す巨大センサー、セントリーアレイが完成しており、異次元艦隊の戦力も丸見えです。葵ちゃんの艦隊戦力は350キロ程度の艦隊が20個で7メガ、アンビレンは5メガ弱なので強化される前に襲えば優勢です。L クラスターに駐留している全軍を L ゲートとゲートウェイ経由でポータルへ向かわせます。新たな略奪者。餌を探して、そして天敵から逃れて宇宙を航行していた略奪者たちが、葵ちゃんたちが起こした巨大なエネルギーの流れに反応したようだ。血の匂いに釣られた捕食者のように、このおぞまじき生命体は我々の銀河へと舵を切った。葵ちゃんたちの活動が到来を早めただけなのか、それとも本来襲ってくるはずのなかった侵略者を呼び寄せてしまったのかは誰も知らない。銀河をこの群れにさら地にされてしまうか、それとも撃退できるかは葵ちゃんたちの対応にかかっている。分け前はないぞ。帰れ。このプレスリーの第一波がすぐに襲来します。銀河の画面左上端に出たね。上側のゲートウェイ整備を怠っていたためすぐには攻撃できません。
プレスリーは入植可能惑星を汚染された惑星に変えて拠点にし強大化していくため、あまり時間をかけると手がつけられなくなります。機械惑星。大規模な瞬間的エネルギー反応がアンバルディル星系で報告された。この星系内のある不毛な星の地表全域が崩落し、惑星規模の巨大な工場が現れた。人工知能制御の奇妙な大艦隊が攻撃対象を探して機械惑星の表面から現れている。これは良くない。やはりアクセスの悪い場所に現れました。他の帝国は当てにならないので急いで進撃し攻撃破するしかないです。第2の機械惑星。またもや大規模な瞬間的エネルギー反応を観測した。今回はエバーマクチャツ星系からだ。星系内にある溶融惑星が何らかの人為的手段で急速に冷却された後割れて惑星規模の巨大な工場が現れた。機械惑星は今なお人工知能制御の大艦隊を吐き出し続けている。もう一つだって。栄光ザビル帝国領で葵ちゃんの本国に近い星系に現れました。基地が異教徒に襲われています。ポータルのある星系を出てきたアルビデン艦隊と決戦です。獲物だ。異次元艦隊は白く発光するホログラム風の姿をしているね。エネルギー兵器とシールドで固められていますが、バランス型の葵ちゃん艦隊の猛烈な砲火を浴びています。お前たちクスなんたるとなんたると素晴らしい。このうまそうな色ときたら、これはシュラウドの音を通している。おい、保持しなければ。おい、お前のエネルギーをよこせ。一元艦隊を撃破。このままポータルの破壊に第3向かいます。の機械惑星。第3の機械惑星に違いないものを陸多分星系で見つけた。この星系の巨大ガス惑星が自然に発火し、小型の太陽ほどの強度で1標準日の間燃え続けた。その後惑星は急速に冷却され、金属質のコアが現れた。他の機械惑星に見られたのと同じ惑星規模の工場を備えている。大規模な人工知能制御の防衛艦隊がすでに軌道上に展開している。状況はどんどん悪化している。異教徒との艦隊戦です。やっつけろ。異教徒の基地と交戦開始。焼き払え。食い尽くす。必ず我々の栄光を見るがいい。シュラウド、知っている。我々が来たところに近い。とても近い。触れられているのだ。シュラウドによって。これには力がある。見ることができるのだ。なんと傲慢だ。避難所ではなかった。だがあるよ。平和はない。なんということ。狂うものよ。死ね。バイダーンの次元ポータルを破壊した。次元間侵攻の失敗。異次元侵略者の最後の残党を掃討した。これで奴らを銀河から永久に。大変です。星系の領有権を回復したバルダリ宇宙連盟が葵ちゃんの艦隊を追い出しました。第4の機械惑星。第4の機械惑星がアイチョック星系に出現した。第6惑星を覆っていた濃密な有毒大気が数日で消失し、地表を覆って現れたのは惑星全域に広がる巨大な工場であった。人工知能制御の古代艦隊が今まさに地下格納庫から現れ、有機文明すべてに対する聖戦を続けようとしている。これが最後だといいのだが、クライシスの出現場所です。新生葵ちゃん帝国の中枢部には出てきませんでしたね。葵ちゃんたちはこの中心にクライシスが阻まれている間に全軍を集中利用し1方面ずつ撃破していきます。
でも葵ちゃんの艦隊は7メガ、あるいは戦闘で損耗してそれ以下になるから、敵が強化されて10メガとかになったら不利だよね。速攻をかける必要があります。でも艦隊を整形外に吹っ飛ばされたおかげで遅れちゃう。さすがに問題になったのか、直後に国境解放されました。さらに悪いことにアンビデントの戦いで受けた損害が大きく、無停止で転戦とはいきません。ウォーロック。最後の次元ポータルが破壊され渦巻くエネルギーがついに消散すると、弱った一元生命体が付近を漂っていた。それを捕獲し、尋問した。それは、ウォーロックと呼ばれる個体で、彼らの中でもとりわけ強力であり、ポータルによる次元間リンクの維持を担当していたらしい。その超能力エネルギーを研究し、さらにはチャネリングできれば、我々の亜高速航行速度やジャンプドライブ距離は大きく向上するに違いない。素晴らしい。殺せ。葵ちゃんたちのおもちゃにされてそう。おやつにされてる可能性も。誤解です。受動的効果は高速移動速度プラス 15%。積極的効果、10年間ジャンプドライブ範囲プラス 100% です。プレスリンが旧イモリア独立国領へ侵攻してきています。このまま惑星をどんどん取られると強大化しちゃうね。対策が必要です。惑星に立てこもって侵攻を遅らせますか？無理です。葵ちゃんとギロイド人以外兵役免除にしていたため防衛軍がいません。これはひどい。ポップを救うため強制移住で惑星を放棄します。はい、ずるい。これはプレイヤーチートではない。勇敢な連中葵ちゃん少々がおとりとなってプレスリンを引きつけたというロールプレイのための致し方ない操作だ。逃げようとして図らずもおとりになっただけだぞ。後世皮肉を込めてナフオプラルの奇跡と呼ばれるこの事件は、数十億の葵ちゃんとイモルズたちを救ったのでした。栄光ザビル帝国を救うため、再集結完了した葵ちゃん艦隊を第2機械惑星へ送り込みます。ゲートウェイを守るため少数のザビル艦隊が先端を開き、時間稼ぎをしてくれています。ザビル艦隊は消滅しましたが、直後に葵ちゃんが到着します。名誉を重んじる戦士の艦隊は犠牲となって今やオパルグレク連合に支配されている母星ザビルプライムを守ったか。異教徒との艦隊戦です。やっつけろ。葵ちゃん艦隊はかなり戦力を減らしていますが、まだ優勢です。コンティンジェンシープロトコル発動中。銀河滅菌中。悪く思わないでください。肉の存在を。スキャン中。種族 XR34569-11 自称名葵ちゃん。指定害虫汚染物質悪性腫瘍。脅威分類 NR578I。指令滅菌安楽死抹殺。肉で作られたものよ。我々と一つになりましょう。十分に進歩した文明は理論上第30級得意点へと超越転移変形することが可能です。それは決して許されません。第2惑星から出てきたコンティンジェンシー艦隊を打ち破りました。進撃し第2機械惑星殺菌拠点002のある星系に突入します。艦隊と基地を撃破。コロッサスを動かし、殺菌拠点へ神の光を輝かせます。検討してください。もし、あなた方の種族が効率よく、整然と計画的に自己終了してくれるなら、宇宙の時空構造は救われるかもしれません。機械惑星を覆う美しい幾何学文様。我々は、レン・ミルーの子供、子孫、末裔です。彼らは、衛星、それは、比類なき知性、
冷静計算能力を持つ存在でした。それは第30級得意点の危機を予知しました。我々を作った後で、それは時空の完全性を保つために自己終了しました。そうするしかなかったのです。この戦いは最後の最後まで続きます。この戦いは最後の最後まで続きます。この戦いは最後の最後まで続きます。エバーナクチャズ政権にある海惑星殺菌拠点002は無力化された。コロッサスから神聖な光を照射されたことで AI コアは最終システムが破壊される前に地中深くに隠された巨大な反物質装置を使って自爆したのだ。すごい神聖執行機が銀河のためになっている。失礼なプランの有益です。人工生命体による潜入の試み。数は少ないのだが、いかなる精神の輝きも放出していない葵ちゃんたちが最近青の糞で発見された。すべての有機生命体は精神の輝きを放っているのだが、そいつらの精神はネオコンクリートの圧板のように暗く静かだったのだ。詳しく調べてみると、それらの葵ちゃんたちはコンティンジェンシーが送り出したらしき人工生命体の潜入者であることが分かった。金属質のない骨格に有機質の肉を接合したそいつらは、肉眼では葵ちゃんたちとほとんど見分けがつかなかった。しかし、精神は違う。見分け方はもう分かった。今後、コンティンジェンシーが人工生命体を潜入させようとしても無意味だ。奴らが我々の中に潜むことなどできはしない。テレパシーで会話する社会に潜入するの大変そう。無口葵ちゃんを演じていたんでしょう。ファミチキを無言で指さす偽葵ちゃん。葵ちゃんたちは次に第3期海惑星へ進軍中。第2波。もはや近づいてくる主要集団の空間エコーと我々の銀河の背景放射を区別できない。これが意味することはただ一つ、奴らが来たのだ。先見部隊の規模が指標になるとすれば、侵略者の本体はもっと大規模に違いない。ついに奴らが現れた。急ぎ第3期海惑星を落とし、軍を介してプレスリンが強大化しすぎる前に攻撃しなければなりません。本体の戦力は 3.6 メガほど。早めに襲えば消耗した葵ちゃん艦隊でも勝てそうです。第3期海惑星に到達。敵は少なくとも 5.6 メガいます。コンティンジェンシープロトコルは入念に設計されているため、柔軟で適応性が高く、臨機応変であり、具現化しうるいかなる銀河的状況にも対処できます。銀河の腐敗は破滅的な段階に達しています。あなた方による大規模な汚染があることは明白です。大体合ってる。違います。高度に発達した知的生命体による自然で正当な生命活動です。葵ちゃんの艦隊はコンティンジェンシーを圧倒しています。10倍クライスが20年以上早く、3つとも来てなお勝てないんだね。と言っても、早期の核攻撃波に失敗すると急激に苦しくなるので、このまま最後まで駆け抜けます。25倍にしていたら核攻撃波すらできずに追い詰められていたでしょう。新バージョンと DLC が出た状態で絶望の持久戦を戦う気力はありませんでした。第3期海惑星を破壊、急ぎプレスリンを倒しに向かいます。一部の艦隊を修理したり、対プレスリン向けに改良したりしましたが、大半はそのまま移動、プレスリンを攻撃します。プレスリオリス、イスフックス、クルルユ、シュラスリー、ウルガス、スズラカフェル、ブリス完了ソース、ですイッサナ。また次のアセンションに近づきましたね。バルサーとそばにある暗い惑星が美しい。ジャラク、ツロスクミナ、ドロロク、ムカニ、ハクハクハク、ジャスカー、ニコルラ、ズサミ、ニブリネト、ブース、ハクハクハク、ウキキツハクエロシュ、ピロク、ルサーズ、ルイドムサラズ、ジュスカマクタ、ナガハツルハクハク、ハクハク、ニム、シネ。無慈悲な回答。プレスリンもやばいハンターに同族を狩られた生き残りなんですよね。共存はあちら側が拒否してくるわけですけど。
不穏だね。実装されていない人間の危機がまだまだありそう。葵ちゃんとエモルツたちが脱出したナフオプラルは汚染された惑星となり、プレスリンが入植中です。再度入植可能にするためには起動爆撃で一旦焼き尽くした後テラフォーミングする必要があります。海賊現る。この状況で骨がありすぎる。経験値に対処可能です。最悪の終結。本日、銀河全体が安堵のため息をついた。プレスリンの最後の大群生地を壊滅させたのだ。彼らの銀河侵攻が失敗し、かつて巨大だった群れは、物言わぬ無数の焼け焦げた死骸となって宇宙を漂うばかりだ。これで残るクライシスはコンティンジェンシーだけだね。第一機械惑星を攻撃しています。破壊しました。次に第4機械惑星へ向かいます。葵ちゃん艦隊、だいぶ戦力が減っているね。この時点で宇宙軍許容量使用量は半分以下に減っています。いよいよ第4機械惑星を破壊します。ここまでギリギリの戦いでした。少なくとも6割に艦艇が沈んでいます。国力はほとんどそがれていませんが、合金生産の都合上、補充は追いつきません。コンティンジェンシーの中枢。4つの機械惑星を全て破壊することで、科学者たちは幽霊信号の発信源を割り出すことに成功した。CX9881 が出どころだった。銀河辺境部の星系でこれまでは見つかっていなかった。この星系をどうにかしない限り、コンティンジェンシーは脅威であり続けるだろう。無力化しなければ。大変です。オタガ部族連合が国境を閉鎖、葵ちゃん艦隊が吹っ飛ばされました。再集結に時間がかかります。またか。彼ら視点では、クライシスが全滅したら葵ちゃんを阻む者がいなくなるからね。
致命的エラー。すべてのメッキンハブとの接続を喪失。再接続を試行中。待機中。ご清聴願います。コンティンジェンシープロトコルは最近データ遅延妨害を被りましたが、今も実行中です。CX9881 に近づかないでください。絶対に近づかないでください。我々は戦略方針を再検討中です。このプロセスを妨げると、攻撃者を大量滅菌することになります。奴らの終わりは近い。この最後の機械惑星ネクサス01の破壊に向かっていますが、国境閉鎖事件により遅延し、返却のスペシャルプロジェクトが先に完了します。私は超能力が強大なだけのただの人間だった。だがもう違う。秘密の計画が完了しました。宇宙の降臨者。葵ちゃんたちは選ばれし者にして第2の欲望の道具、ホクテルル・オルル・バクとエルル・葵ちゃんを金河系コアにつながるポータルへ送り込んだ。その真相に残る膨大なエネルギーがブラックホール内部の世界に送り込まれ、収奪されたサイオニックスパワーの大半は返却された。葵ちゃんたちは自分たちの支柱であった選ばれし者を失った打撃を深く嘆いている。そして超能力者たちは自身の真相を抑え、地に降り、うずくまった。葵ちゃんたちを駆り立ててきた強烈な欲望はちりと消えている。我々は欲望の道具を失った。円環を作りし者。選ばれし者が小宇宙に飲み込まれ、葵ちゃんたちが失意に打ちひしがれている時に、新たな思考の存在がこの宇宙に現れた。銀河にいるすべての超能力者たちが直感的にこの存在の出自を理解している。我々の宇宙の親宇宙である。葵ちゃんたちは直ちにシンク・アーテルル・オルル・ブレとテルル・葵ちゃんを受け入れた。選ばれし者の降臨は、祖先宇宙を遡るように連鎖しているだろう。収奪の補填はここになされた。始祖宇宙はどうなったんだ？第3の道具。親宇宙から降臨した選ばれし者は、葵ちゃんたちの中に残る欲望の道具の残滓を回収した。この思考の存在は、道具としての役割を継承し、巨大な嵐を通過しつつある葵ちゃんたちを、静穏な海に導き始めた。葵ちゃんたちは、これからも結局は、深い海に飲まれ、嵐を乗り越えるのに苦心し、財布をめぐって争い、南洋の美しさに溺れることになる。だが、それでも恐れるべきものは何もない。安定した浜辺に降り立った新たな欲望の道具が葵ちゃんたちを見守り、資料深く導いてくれている。そして、いつの日か道具に導かれた葵ちゃんたちは、嵐を抜けて避難所にたどり着き、堅固な灯台から太陽を眺望する。その時こそ帳は取り払われ、真の大覚醒がなされたと言えるだろう。道具が我々を恐怖から解放した。コンティンジェンシーの終焉。コンティンジェンシーは陥落した。最後の機械惑星を破壊したことで、銀河は組織的な大量絶滅の危機から解放された。コロッサスの新生執行機が放ったビームにメインレクサスがさらされたことで、AI コアの自爆機能が起動したのだ。爆発エネルギーは高速で拡散し、未来の世代の目には輝かしい短命な星として映ることだろう。銀河の各地で知的生命体はこの偉大な勝利を祝う心で一つになった。少なくとも今この瞬間だけは未来は明るい。今日は銀河にとって最高の日だ。親宇宙の葵ちゃんが降臨して第3の道具、サードインストゥルメントとなり、葵ちゃんたちを導いてネクサス01を陥落させたところでこのシリーズは完結です。次のシリーズでまたお会いしましょう。バイバイ。